お暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？スゴアです。今回はですね、去年公開されて大変な話題をスゴアの中ではさらっていった某は恐れているですね、こちらについてお話ししたいというふうに思います。おそらく長い動画になるんじゃないかと思いますけれども、ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますということで、某は恐れているはですね、2023年公開、監督脚本アリアスターということですね。アリアスターはヘレディタリー継承とかミッドサマーとかの監督ですね。どっちも A24 で作って話題作というかね、ホラー界に新しい波が来たぞという感じを知らしめた作品でありましたけれども、今回の某は恐れているはホラーという感じではないかなというところはあったかなと思いますね。実はですね、この某は恐れているはヘレディタリーよりも全然前に企画されていた映画でして、2011年にね、某という短編映画をアリアスターは作っているんですね。6分ぐらいの短編なんですけれども、これを足がかりにして、本来ヘレディタリーよりも前に長編の某は恐れているを作るつもりだったんだけど、いろんな事情があって後回しになっていたということだそうで、短編の某はちょっと日本ではなかなか見ることが難しいんですけれども、探せばありますので見てみてください。メンバーシップの方はですね、僕のコミュニティ欄に一応見れる URL を載っけてありますんで、そっちで確認してもらえれば簡単に某は恐れているのね、前身となった短編映画見ることができますんで、チェックしてみてくださいということで、これね、レビューの星がね、今表示されていると思いますけれども、星5が 23%、星4 21%、3 19%、2 11%、1 27% という感じで、これAmazon のねレビューですけれども、見事に分かれていて正しい評価をされてるんじゃないかなと思いますね。この映画ね、みんなから絶賛される映画ではもちろんないですし、かといってみんなから酷評されるような映画でもないし、こう評価が分かれているっていうのが非常に正しい評価なんじゃないかなというふうに思います。みんなからね、面白いって言われる映画も面白いですけれども、評価が分かれる映画もそれはそれで面白いよねというふうに思いますよね。キューブリックがいなくなってしまって、デビッド・リンチもね、ちょっと最近はあんまり映画を作ってくれなくなってしまってですね、寂しい限りだなというふうに思っている中、こういうね、アリアスターとかヨルゴス・ランティモスとかですね、あとは A24 とかサーチライト・ピクチャーズとかね、こういった映画人がいる間はですね、まだまだすぐはもう楽しいと思える映画が作られるんだろうというふうにね、期待しておりますということですよ。アリアスターは僕の人生をきっと楽しくしてくれる監督の一人だろうと思っている次第です。で、そのアリアスターですね、この某は恐れているの公開前のインタビューで、実はこう言ってるんですね。この映画はユダヤ人のロード・オブ・ザ・リングのようなものなんだと。主人公はただ母親の家に行くだけだけどねという発言をしていて、これが結構一人歩きしているというか、ユダヤ人の映画というふうに考えればいいのかななんてね、思われたりしているわけですね。他には某有名映画評論家の人がですね、僕は監督から直接聞いたんでこれが正解ですと言ってユダヤ教がどうたらこうたらって言っているんで、しょうがないんですけれども、そういったね、監督もユダヤ人のロード・オブ・ザ・リングって言っているし、某映画評論家もですね、超有名映画評論家もですね、ユダヤ教がどうたらこうたらって言ってるんで、映画を見てね、そっちに引っ張られてしまうというか、そういう発言に引っ張られて、これは宗教関係のお話なのかなというふうに思ってしまうのはしょうがないと思います。このポスターを見てもね、天使が描かれていますし、そういったその宗教的ユダヤ教的映画なんだろうなというふうに思ってしまうのはしょうがないんですけれども、そこに引っ張られすぎるとですね、意味が分かんなくなってくるんで、あんま気にしないでください。気にしないでくださいって言ったってそうなんですけど、ユダヤ教がベースになっているというか、そういった映画ではあるんですけれども、ただそこまで気にせずに見た方がいいと思います。そういったね、
外部からの声よりも映画を見て映画の中身で考えた方が、絶対に良いというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いしますね。僕の動画見る前に一回某恐れてるをちょっと見てもらって、で自分でいろいろ考えてから見てもらうと、楽しいかななんて思ったりはしますけれども、この映画ですね、すごく長い映画なんですね。3時間の映画です。3時間の映画で3時間の間ですね、ずーっとヒントを出され続ける映画なんですね。なんか見てるとね、ずーっとなんかこれがヒントっぽい、ここなんか怪しいヒントっぽいというのがね、ずーっと表示されるんですけれども、映画の中で。ただこの映画ですね、肝心要の問題が提示されていない映画なんですね。ヒントはいっぱい出てるんですけど設問がないという映画なんですよ。なんか昔のダウンタウンの漫才みたいな感じありましたよね。さあどうでしょうっていう漫才が、あって、結構面白いんですけれども、そんな感じでヒントはあるけど問題がないんですけどみたいなね、そんな感じなので、なかなか考えるのが難しいんですけれども、ただやっぱ中身を見ていろいろ考えていくとだんだん見えてくるものがあるんじゃないかなというふうに思います。その余計な部分で考えるよりも本当に映画を素直に見て、分かんないところがあったらこの分かんないところがなんで分かんないのかっていうことを考えていけば分かるようにできてると思います。映画ってそういうもんなんで、だから映画を見るのが一番重要っていうか一番簡単に映画のことを理解できるかなというふうに僕は思うんですけれども、ということで、今回は某は恐れている長い動画になると思いますけれども、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。楽しいと思います、おそらくね。それではすぐ某は恐れている独自解説始まり。ということで、某は恐れているの映画にはですね、おかしな人しか出てこないわけですね。全員おかしな人なわけです。全員おかしな人しか出てこないこの映画の中で、さてでは一番おかしな人って誰でしょうと、いうことですね。普通に考えて某がおかしいだろうとか思いますよね。あとは裸でずっと外で騒いでるじいさんとかもおかしいですけれども、某がおかしいんじゃないかというふうに思うと思うんですけれども、実はそうじゃないんですね。この映画の中で一番おかしなのは誰かというと、某のママモナ・ワッサーマンです。彼女が一番おかしいというふうに考えていいと思います。ちなみにワッサーマンのワッサーというのはドイツ語で水という意味ですね。ウォーターのドイツ語ということですね。ワッサーとなるわけですね。モナ・ワッサーマンママはですね、非常におかしな人ですね。まずなんつったって若い頃のママはですね、非常に美人なんですけれども、現在のママはヴィラン感が満載というところもなんか怖いなという感じがありますよね。もう何があったら人生こんなに顔が怖くなっちゃうんだろうという感じがありますよね。ということで、じゃあモナ・ワッサーマンママは一体どんな人物なのかというのをまとめました。こんな感じです。ママはですね、居住地ワッサートンというところに住んでおります。超巨大複合企業の創設者で、夫ハリーは初夜に副上司していますということですね。で、夫の家系は代々人生で一度しか射精できない遺伝子の持ち主なんだということです。で、初夜の時の種で生まれたのがボーでした。出産時の事故によってボーは軽度の知的障害を患ってしまいました。知恵遅れ的な感じですね。そんな感じがありました。これをきっかけに医療分野に手を伸ばしてモナはさらに大成功を収めました。ママは幼少期のボーに対して常にイライラしていて、そのイライラをぶつけていました。セックスすると死ぬというふうにボーに教え込んでいました。ボーの女友達に嫉妬していました。ボーに口説き方を教えていました。セックスすると死ぬのにもかかわらず、人生にとって大切なのは良い伴侶を得ることだというふうにボーに伝えていました。中年となったボーを常に監視していました。ボーを自分の会社が所有するアパートに住まわせていました。ただしそのアパートは治安が最悪なアパートでした。ボーの食事は常に自分の会社の製品を食べさせていました。ボーの住む町の住人たちを自社の従業員で固めていました。精神科のセラピストと共謀してボーの本音を聞き出していました。急な突拍子もない事情によって、
残念ながら帰省できなくなった坊に対して、社会人としてまたは大人として親としてありえない対応をしていました。従業員を使って坊に対して嫌がらせをしていました。坊のすべてを監視カメラで撮影して未来も撮影済みでした。狂言自殺をしました。狂言自殺のためにメイドを金で釣って殺しました。坊のセックスを見続けました。坊が自分の手を離れて自立することに対して激怒していました。屋根裏に坊の双子の兄弟と自分の夫を隠していました。坊に殺されました。にもかかわらず坊の裁判に原告として出席して坊に有罪を突きつけました。これがママです。モナ・ワッサーマンということですね。映画の中で記されているモナ・ワッサーマンはこんな人物です。これを見ただけでも分かる通りですね、かなりおかしな人物ですね。でしかもママのこの人となりというのはですね、主人公の坊よりもかなり描かれているというふうに考えていいんじゃないかと思います。坊がどんな人物なのかっていうとよくわからない人物なんですけれども、ママのことはよくわかるというところがあるんじゃないかなと思いますね。というかですね、このママモナ・ワッサーマン、普通に考えて現実的にありえないキャラクターだろうというふうに思いますよね。こんな人物いるわけないじゃんと、ちょっとすっとんきょうすぎるキャラクターだなという感じがありますよね。ママはですね、この映画の中のこの世界ですね、ママは世界の全てをコントロールできるだけの力の持ち主なわけですね。ママは全部を支配しています。坊の周り全てをママの力で覆っているというふうに言えるわけですね。そしてママはどんな性格なのかというと、感情の起伏が非常に激しくて、周囲の人々を振り回して息子坊のちょっとした仕草とか行動に対して深く傷ついたりするわけですね。私の母乳を飲まなかったわねとか、私が料理をやめるって言った日になんかキッチン用品を買ってきやがってとか、なんかすごい、なんつうの、坊はいいことをしてくれているはずなのにそれを汲み取ってあげないで傷つくということをしたりするわけですね。で、ママはですね、本当に大企業の創設者で社会的にね大成功を収めているのにもかかわらず幸せを全く感じていないという人物、そして自分だけ愛情を与えられていないんじゃないかというふうに感じているわけですね。で息子坊を束縛して坊に見捨てられることを常に恐怖していて、だから坊の自分への愛情というものを試しているというのがママです。これらのママの性質、完全にですね境界性パーソナリティ障害の症状と言っていいというふうに断言できると思います。ママはですね境界性パーソナリティ障害です。境界性というのは一応言うと神経症と統合失調症の2つの心の病気の、境界にある症状を持っているというか、そんな感じですね。いろいろね結構大変なんですけど、境界性パーソナリティ障害っていうのはね、自分が大変というところもありますけど、周りが大変というところもあるかなという感じがしますけれども、そういった人物です。だから非常にですね周囲の人々が巻き込まれるので、この病気の人が身近にいるとですね、結構大変かなというふうに思いますね。結局精神病って人間が群れで生活するから精神病っていうのがあり得るわけですね。人間がねもし単独行動だったら別に精神病なんてものはあってもなくてもどっちでもいいんですけど、群れで人は生活するんで、そうするとみんなと一緒じゃないと困るわけですね。一人だけなんか違う性質とか違う性格っていうのがね、飛び抜けて違う性格の人がいたりすると、周りとうまくやっていけなくなるわけですね。だからそういう人は病気だということになるわけですよ。で周りに合わせられるように他のみんなと同じような感じで性格とか、精神的なそういうものをね同じような感じになってもらいたいなというふうに自分も思うし周りも思うというのが、精神病の人に起こっていることという感じなんですけれども、ママは完全に境界性パーソナリティ障害と考えていいと思います。だから境界性パーソナリティ障害の母親をもし持ってる人がいたらですね、なんとなくそうかうちの母ちゃんに似てるわとか思う人いるかもしれないなという感じがあるかもしれません。でここでですね初めて、出てきますアリアスター監督の言っていたコメントですね。この映画はユダヤ人のロード・オブ・ザ・リングみたいなものだ、主人公はただ母親の家に行くだけだけどねというふうに
アリアスター監督言っていたわけですけれども、ユダヤ人の母親というのはジュイッシュマザーというふうに言われてですね、世界一の教育ママというふうに言われるわけですね。もう本当に有名です。ユダヤ人の母というのはもうそれだけでああいうタイプねっていうのがすぐ世界中の人たちがね認識できる、世界中というかユダヤ人を知っている人たちは全員認識できるようなこの有名な教育ママなわけですね。一番わかりやすいステレオタイプなユダヤ人のお母さんのイメージというのはですね、本にですね蜂蜜を塗るわけですね。本に蜂蜜を塗ることによってまだ年半もいかない子供にですね、自分の子供に読書は楽しいことだという記憶を植え付けるということをするぐらい教育ママだというふうに言われているのがユダヤ人の母という人物です。ユダヤ人のお母さんジュイッシュマザーの特徴としてはですね、分かりやすい特徴としては自分の子供に対して愛情を表現することを一切ためらわないというのがユダヤ人のお母さんです。とにかくいい子いい子いい子、あなたのことを私は愛しているわ、あなたのために私は生きているわということを言うことを惜しまないわけですね。どんな場でも私は子供が第一なのよと言い続ける、それがユダヤ人の母です。で、だからこそですね、子供が空腹になることがないというふうに言われています。常に食べ物を子供に与え続ける。お腹空いてない、大丈夫、はいどうぞどうぞ、食べなさい食べなさいと、いうことをするのがユダヤ人の母ですね。で、子供の生活全般に常に関与してアドバイスを送り続けるというのが特徴です。で、常に子供を包み込む愛情にあふれていて、子供と一旦距離を置こうなどという考えは一切ありません。こういう場は私は出ていかない方がいいわねとか、この子も大きくなったんだから私はあまり口出ししない方がいいわねなんてことは全く思わずに、常に子供とべったり寄り添っているということですね。で、質問することを是としてですね、常に真実や正しいことを探求させるというのが、ユダヤ人の母の子供の接し方ですね。このあたりが非常にこの教育熱心だし、この歴史的にもね、社会的にも成功者の中にユダヤ人が多いというのはこういったことが原因にあるんだろうというふうに言われていますね。で、1に家族、2に食事ということで、とにかく家族が第一だということですね。今回の映画の中でも、ママがね、死んでしまったから早く葬式をしなきゃいけない。子供の君が葬式に出ないなんておかしいだろうって怒られるというのがありましたよね。ユダヤ人はすぐに葬式をするわけですけれど、その葬式に間に合わないなんてことはあっちゃいけないわけです。常に家族が一番です。どんな仕事のね、大きい事業の打ち合わせとか、大事な契約の日とかがあったとしても、家族の一大事には必ず駆けつける。家族が大変なんだから契約はまた後日にするのは当たり前だろうって言って、それができるのがこういった人たちですね。日本人はなかなか家族をないがしろにする人が多いと思いますけれども、日本人とは逆という感じですね。で、子供のためならルールを破ることは全く厭いません。子供が法律違反を犯したり、万が一子供が人を殺したりしてもしょうがないでしょとか、法律の方が悪いのよとか、あなたは何も悪くない、私が守ってあげるわというふうにユダヤ人の母はしてくれる、そんな感じです。で、金と地位に固執する。ユダヤ人はね、お金が大好きというところもありますよね。で、過度に神経質、過度に過保護、過度に文句を言う、これがユダヤ人の母です。総称これがユダヤ人の母です。非常にステレオタイプですけれども、これが特徴ですね。ユダヤ人の母といえば、子供にとっては世界の全てはお母さんでできているという風になる人物ということです。ちなみにですね、ユダヤ人というのはどうやってなるかっていうと、ユダヤ人の母親から生まれたらユダヤ人です。そういう風になっております。母親がいかに大きな存在なのかっていうのはわかるかなというふうに思います。とてつもない地位と名誉と財力を持つ境界性パーソナリティ障害のユダヤ人シングルマザーが支配する知的障害者の中年の息子の話。これが某は恐れているというお話なんだというふうに、まず大前提として思っておいてくださいということですね。映画が始まってすぐですね、まだ企業ロゴが流れている段階で、その中にね、ママの会社 MW のロゴがあるというのが結構面白いところかなというふうに思います。これはつまりこの映画の中のこの世界全てをママが支配していると、ママがスポンサーだと、いうことを表しているわけですよね。だからもうこの映画はママが全てなわけですけれども、映画の冒頭
カウンセリングをするシーンがね、セラピストとカウンセリングしているシーンから始まるわけですけれども、この時点でもうすでに結末は決まっているということになっております。もうこの映画ですね、常に結末はこうですというのが提示されながら僕たちは見ていくわけですね。ボーは残念ながらもうどんどんミスってばかりいるわけですね。まず誕生と同時に知的障害を発症するというミスを犯しています。ボーはね。そしてこのカウンセリング中、ママからの電話に出ないというミスを犯しています。そしてボイスメッセージも無視するというミスを犯しています。そして数ヶ月間実家に帰らなかったということに対して、君は罪悪感を感じているかというセラピストからの問いにですね、無言で答えるというミスをしてしまいました。これらによってですね、ボーはすでにセラピストからですね、有罪という判断をされています。これギルティと書いていますね。セラピストはメモ帳に。これ字幕ではね、罪悪感というふうに訳されていますけれども、ギルティっていうのは普通は有罪というふうに訳すんじゃないかなと思います。セラピストは有罪というふうにボーにもう突きつけているわけですね。セラピストというのは何をする人物なのかというとですね、ママに判断材料を与える役目をしているわけですね。最終的にはママがジャッジするというところがあるわけですけれども、裁判でね。そのママの判断材料となるべく、ボーはこんな人物だよというのを探っているというか、そういったのがセラピストの役目ということになっております。ちなみにユダヤ人はですね、ユダヤ人の母というのはですね、セラピストを非常に多く使って、セラピストにかなり頼るというところもあるのがユダヤ人の母の特徴の一つでもあります。ということで、セラピーからの帰り道ですね、ここはもう完全に映画のダイジェストがお送りされているということになります。一番最初看板を持っているあれはですね、私は自分の手を切るというふうに書かれているわけですね。そしてボーを銃が狙っているというシーンがあって、最終的にはボートが転覆するというところまで描かれています。わかりやすいですね。これ映画のダイジェストですね。で、この他にもう一個ですね、だいぶ先の話になりますけれども、お医者さんのね、ロジャーのお家にはですね、監視カメラがね、もう各場所に仕込まれていて、その監視カメラには未来が録画されているというものもありましたよね。その未来が録画されているカメラには何が映っていたのかというと、そこのシーンから直後に起こるペンキ事件、そしてボーが実家に帰省してボートに乗っているよというシーン、これらがカメラには映されていました。つまりですね、この映画始まりの段階からすでに裁判まで全部決まっているということなんですね。なんで決まっているのかというと、ママがそうしているからです。ママによってこの世界というのは全部決められているということになるわけですね。そしてボーが住んでいるここのマンション、ママの会社 MW 社が経営しているマンションということになるわけですね。それはママのね、お葬式のところにアパートの写真が飾られていて、ここは私が経営している、事前事業的な感じでやっているアパートよというのが書かれているわけですけれども、このボーが住んでいる街というのはですね、あまりにも治安が悪すぎるというところがありますよね。ママは大金持ちなんですよ。大金持ちどころじゃない大金持ち、この世の全てを支配できるぐらいの大金持ちならば、こんな治安の悪いところに息子を住まわせる理由がないんですけれども、そこに息子を住まわせているわけですね。おかしいなとなるわけですけれども、でもこの街はですね、というかこの世界全部なんですけど、この街、この世界というのはですね、ボーの周りというのはですね、全てママの会社 MW 社の従業員でできていると、なっているわけです。全部映っている人たち、全部ママの従業員です。ママの会社のね。それが分かるのはママのお葬式の会場というか、実家に帰った時に従業員一覧みたいな感じの顔写真でね、ママの顔をこう作っているっていうのがあったわけですけれども、あそこでね MW 社の社員が大写しになるわけですけども、こいつ街にいたわみたいな人たちがいっぱい写っているわけですね。ちらっと一例をここに書き出しましたけれども、これ以外にもいっぱいいたはずです。ママが全てを支配しているということになっているわけですね。すげえなママとなるわけです。ということで、この世界はですね、全てママの成分によってできているというふうに考えられるわけですね。ママの成分で全てできているんですけれども、この中にですね、ボーの成分も少し含まれていたりするわけですね。それは街にあふれる不満の声
で、そこが判明するんじゃないかなというふうに思います。ボーの心の中の声というのがですね、町の住人たちと共鳴して町中に溢れているという演出がされているわけですね。ボーの心の声が町に溢れているわけです。例えばママと電話をして鍵がなくなった、だから行けないよ、どうしようっていう電話をして、ママがもういいわあんたなんかって言って電話を切りましたよね。その直後に聞こえた町の住人の声はくたばれクソ女という言葉でした。これは完全にボーの心の中の声です。それとか水がない、薬を飲んだけど必ず水と一緒に飲まなきゃいけない薬を飲んだけど水がないという時に溢れた頭の中の声は助けて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 という声ですけど、それを言っている町の住人がいたという感じがありましたよね。その他いろんなものが全てボーの心の中の叫びを住人たちが代弁してくれているというのがあるわけですけれども、ただですね、ここが重要なんですけれども、ボーは知的障害を持っています。知恵遅れです。知的障害を持っていますけれども、でもですね、患っているのは知的障害だけであって、要するに IQ が低いってことですね。70とかそういった感じだと思うんですけれども、ちなみにスグアはですね IQ119 ということになっております。これは小学校の時と中学校の時に、IQ テストを僕の会社じゃないや、僕の学校はあったんですね。時代によったり地域によったりいろいろあると思うんですけれども、僕のところはですね、小学生の時と中学生の時に2回 IQ テストがあって、学校で全員受ける IQ テストねがあって、でそのどちらでも僕119だったんで、おそらく119なんだろうというふうに思っています。だからこれ結果を教えてくれないっていうところもあるみたいですけれども、学校の先生だけが知っているとかね、そういったことがあるみたいですけど、僕のところはですね、普通に生徒みんなにこのプリントが配られました。 IQ テストがあった、あとあなたのIQ はいくつですみたいなのが書かれていて、このグラフとか五角形のやつとかいろんなの、この例えば算数とか理科とか書いてあるじゃないですか。どんな項目だったか忘れちゃったけど、でここの部分はあなたは強いですとか、ここの部分はあなたは弱いですみたいなワンポイントアドバイスみたいな、そんなのも全部書かれているプリントを、僕は配られましたね。それは小学校の時も中学校の時もどっちも配られました。それ以降はやってないんで、 IQ テストってすごい実はね時間かかるやつなんでね、めんどくさいしあんま興味ないんでやってないですけれども、そんな感じがありましたよ。ということでボーはおそらく IQ70、75あたりのね、軽度知的障害者というところがあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、でもですね、彼が精神病ですね、いわゆる幻聴とか幻覚とか妄想とか、そういったもの、統合失調症的な、そういう精神病を発症しているようには見えませんよね。知的障害者ではあるけど精神病患者ではないというふうに思います。そういった部分は映画の中では出てきていないというふうに思います。妄想とかそういったものをしている部分はね、精神病っぽく見える部分というのはじゃあどういったものなのか、いろいろありますよね。なんか妄想っぽいものをしてるんじゃないかというふうに思われるシーン、そういったものはありますけど、それらは全てですね、ママの計画によるものだったということは後に判明しますよね。つまりボーが見ていたちょっと現実ではありえなそうな部分っていうのは全部ママが仕組んだことだったわけです。だからボーは変なものは見てないんです。知的障害はあるけど精神障害はありません。ボーが見ているのは確実にちゃんとしたボーが見ているものなわけです。じゃあこの世界って一体何なんだと、おかしすぎるだろと、思いますよね。ボーが精神病だったらこの世界おかしいっていうのは全部把握できるけど、理解できるけど、ボーが精神病じゃなかったらちょっとあまりにもおかしいだろうと見えてる世界がと、いうことになると思いますね。それはこういうことなんじゃないかと思うわけですね。ですね、ママがボーに対して行っているこれらの世界の出来事というのは何かというと愛情テストです。ボーが、息子が自分に対していかに忠実か否か、いかにボーは私のことを愛しているか否かというのを試しているわけですね。これはなんでお母さんが、ママが、モナ・ワッサーマンがそんなことを息子に試しているのかというと、境界性パーソナリティ障害だからです。人を試すというのは境界性パーソナリティ障害の顕著な特徴です。だからやっているわけです。で、だからといってですね、そもそも
どんな大企業だからといってもですね、自分の息子の周りの住人を全て従業員で囲んだりとかですね、自分の息子の生活を全て監視したりとか、インターネットで誤情報を流したりとか、さらに未来の出来事まで監視カメラで録画済みにすることなんてことはできるわけがないですよね。未来まで決まっているなんていうことは、どんな大企業でもイーロン・マスクでもできないはずです。宇宙の常識としてママはおかしなことをしていますよね。これはどういうことなんだというと、この世界は文字通りママの中で出来上がっている世界なんだというふうにもう考えるしかないと思います。要するにどういうことかというとですね、ここの世界というのはママの子宮の中なんだというふうに考えればいいということです。頭の中でもないママの子宮の中です。子宮の中ってどういうことかっていうと、一番最初ボーが生まれるシーンから始まるわけですけれども、この映画、なかなかねすげえ始まりですけれども、完全に出産から始まるんでね、すげえなというふうに思いますけれども、あそこで、生まれたボーというのは何かというと、ママの子宮の中に放たれた精子が誕生のシーンというふうに考えればいいんじゃないかなというふうに思います。で、精子が放たれますね、ママの中に。で、そこからボーはですね、このママのというか自分の将来のというか、母親というか、卵子にたどり着く壮大な旅をするわけですけれども、ボーは卵子にたどり着くまでの旅をこの世界でやっているんだと、いうふうに考えれば分かりやすいというふうに思います。最後ね、洞窟の中に入っていくシーンが出てきますけれども、あれは完全に卵管というふうに考えていいと思います。ボーはずっとママに会うために生死としての旅をしている。それがこの映画なんだというふうに考えれば、全てがついつま合ってくるんじゃないかなと思います。しかしですね、これはその受精とかそういった生死の旅とかそういったものを擬人化したお話ではなくて、あくまで概念としてそういったものなんだということを描いているわけです。この擬人化でね、僕は精子、これから卵子に会いに行くぞとか、そういったことをやってるんじゃなくて、概念としてママの子宮の中に放たれた精子の子供としてのボーというのが、描かれているというふうに考えていいと思います。あくまで概念です。ということで、ここまでが前置きです。長々とお話ししましたが、第1章、始まっていこうというふうに思います。この映画ね、章立てになっているというふうに考えていいと思います。暗転で章が終わるという感じですね。暗転が3つありますんで、暗転までが1章、次2章、3章、4章、という風になっていくと、考えていいんじゃないかなと思います。で、第1章、車にひかれるまでですね、ここまではですね、ボーは旅立つというタイトルをつけました。こんな感じで第1章はテーマとして描かれているということですね。第1章はとにかくボーを旅立たせるためのお話ということです。毒糸雲の恐怖とかですね、あと水道工事とか町の住人たちによる部屋の占拠とか、そういったもの何もかも全てですね、何のために行われていたのか全部ママの計画によってやられているわけですけれども、ママはなんでそんなことをしたのかというとですね、ボーを部屋から追い出して私に会いに来なきゃいけない状況を作るためですね。ボーを部屋から追い出して旅に出させるために全部行われていたわけです。そのためにボーを部屋にいさせられないようにするということをしたわけですね。カードを停止しましたね。クレジットカードを停止して隣人との騒音トラブルによって寝坊させたというのもですね、いろんな困難に直面しても私のもとに一途にやってくるかどうかを試しているということです。面白いのはですね、隣人の騒音トラブルがあったんですけれども、あれね、朝になると隣人からのメモ書きが綺麗に玄関の前に並べられているっていうのがねなかなか面白いかなというふうに思います。そういえばここのシーンでね、同ポジで時間経過を、太陽の光とかそういったもので表現するっていう手法あるじゃないですか。カメラを固定したまんまで急に夜から朝になったりとか、時計のね、時間だけがパッと変わって時間経過を表現するみたいな、これって多分ヘレディタリーの頃からアリアスターがやっている手法で、アリアスターの発明なんじゃないかなと思ってるんですけれども、最近ねデビッド・フィンチャーがこれ真似しましたよね。
同ポジで夜から朝に一気にバンって変わるとか、朝から夜とかバンと切り替えて時間経過を表現するっていうのね、これなかなか発明だったんじゃないかなというふうに思います。今までやったことなかったんじゃないかなと思いますけれども、ヘレディタリーの頃からやってますよね。やるねというふうに思いますけれども、この中でですね、一章で一番気になるのがというかわからないのが、謎の人物シーリングマンですね、または清掃員。クレジットにはシーリングマンというふうに書かれていますけれども、要するに某の部屋の鍵を盗んだ男であって、最終的には某のね、お風呂の上にこう天井にいてお風呂に落っこちてくる男、この男なんですけれども、彼が非常に難しい存在だなというふうに思います。このシーリングマンがいないと物語が始まらないので、物語の発端となる事件を起こす最重要人物というふうに言ってもいいのがシーリングマンなんですけれども、ただ彼の行動がママの指示によるものなのかどうかが確定できないというところがあるんですね。鍵をなくしてというか盗んで、これでお前はもう終わりだと言ってどっかに行っちゃうというのがあったわけですけれども、彼はひょっとしたら神的存在というか、そういった部分、このママの世界に変革をもたらす一人みたいなね、そういった部分がもしかしたらあるかななんていうふうにも思うんだけれども、わからないのでスルーします。シーリングマンは非常に重要な人物なんですけれども、なんで彼がここにいたのか、彼のやりたかった目的は何だったのかというのがいまいちよくわからん。目的はわかるんですけれども、彼がどういった人物なのか存在なのかっていうのがね、ちょっとわからないなというふうに思います。スルーします。ということで、この、街中とかいろんなところを見ているとですね、分かりやすく世界観の説明というものをされているわけですね。このアパートの中にはですね、悪魔崇拝とか教皇をやれとかね、そういったことが書かれていたりとか、街で殺人事件が起きていますと。目撃者によると、割礼された白人男性ですとか、いうふうに言ったりとかしているわけですね。あとはイエスはあなたの忌まわしい行いを見ているなんていうね、看板があったりとかしてほえーとなるわけですけれども、この辺りで宗教的なものが絡んでいるんだということは考えていいと思います。アリアスター監督の映画見ていると全般的に毎回僕言うんですけれども、このなんていうかキリスト教をというか、アブラハムの宗教全般ですね、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教をはじめ、いろいろなアブラハムの宗教、モルモンとか、いろいろあるわけですけれども、そういったアブラハムの宗教全体をですね、アンチ的に扱う傾向にあるように感じるんですね。アリアスター監督の作品というのはですね、全体的に。だからその辺で何か関係があるというのは絶対にあるというふうに思います。ただそこに引っ張られすぎるとちょっとあれかなというふうに思いますね。例えば、割礼された白人男性という、ニュース映像があって、割礼とかそういった部分がですね、宗教的だなというふうに思うのもわかるんですけれども、ただですね、彼の特徴として裸で殺人を行っているんで、目撃者としては割礼されてますねっていうのが見えるわけですね。だから目撃者としてはそういっただけなのかもしれないし、ちょっとギャグっぽく使ってるわけですよ。だからあんまりその宗教的なものに惑わされると本質見失うというか、日本人としてね、僕らはね、無宗教ではないですけれども、いろんな宗教をこの包括的に見れる人種の僕たちから見るとですね、宗教って結局は別にその宗教じゃなくてもどの宗教でも同じこと言ってるよねというふうに感じる部分があると思うんで、そういった別に宗教に限らず、アブラハムの宗教に限らず、普通に一般的に宗教関係なく見たとしてもそういうもんとかそういったところあるよねというふうに見れるように作られている映画だというふうに考えていいんじゃないかなと思いますよ。それとかですね、他に、このマリア像がありますね。聖母マリア像がありますけれども、この聖母マリア像は最終的にね、某の実家に同じものが巨大な塔としてあったりとかして、これは某とか世界というものをママは監視しているんだというものを表現したりとかしているわけですね。で、大前提として聖母マリアっていうのは一体何なのかっていうのを一応説明しておくとですね、聖母マリア像って言いますけど、聖母マリアが正式名称というか、マリアっていっぱいいるんでね、マグダラのマリアとかいっぱいいるんで、聖母マリアというふうに呼ぶわけですけれども、聖母マリアというのは何かというと、イエスのお母さんなわけですけれども、彼女はユダヤ教徒です。
キリスト教徒じゃありません。ユダヤ教徒です。ちなみにイエス・キリストもユダヤ教徒です。キリスト教徒ではありません。そこは結構重要なポイントかもしれないですね。で、ユダヤ人にとってですね、聖母マリアというのはどういった人物なのかというと、キリスト教徒にとってみれば聖母マリアは、聖人ですよ。偉大なるイエスを生んだお母さんですからね、聖人なんですけれども、ユダヤ人にとっての聖母マリアは何なのかというと、何でもないただの人です。ユダヤ人にとって聖母マリアは何でもない人なんです。まあ有名な預言者っていうのは神の言葉を預かるという意味の預言者ね。その何かを言い当てるっていう未知のものを預言するの預言じゃなくて、神の言葉を預かる預言者としてイエスというのはまあ知ってるけど、それを生んだ人だから別に関係ないねっていうことなんですね。別にユダヤ教にとってイエスというのは神の子ではありませんから、たくさんいる預言者の中の一人としてイエスは存在しているという感じですね。しかもかなりマニアック的に存在しているんで、イエスはあんまユダヤ人には関係ないんですね。まあアリアスター監督はニューヨーク生まれなんで、当然キリスト教のこともユダヤ教のことも、イスラムのこともいろんなことも知っていると思うんですけれども、例えばですね、中東に住むユダヤ人とか中東に住むイスラム教徒の人たちはですね、聖母マリアという言葉は聞いたことすらないという人がたくさんいると思います。聖母マリアって何ですか？初めて聞いた。で、この名前を聞いて答える人が大勢いるはずです。僕最近ですね、ちょっとイスラム教徒の、ドキュメンタリーを見たんですけれども、そのイスラム教徒の子供が主人公のドキュメンタリーで、その中でですね、その映画の中で世界の地理を勉強しましょうという授業をやっていたんですね。そこでイタリアのことを指さして先生が、この国は何だか知ってますかって言うと、分かりませんとか、ヨーロッパとかなんかフランスとかみんな言ってて、この国はイタリアという国です。でイタリアのここにはですね、非常に有名な宗教の指導者がいる場所となっております。非常に有名な宗教の聖地がイタリアにはありますけれども、何の宗教か皆さん分かる人いますかと。ここの指導者は何の宗教の指導者か分かる人いますかというふうに聞くとですね、生徒が手を挙げて、仏教かなとか言うんですよ。それとか、この子たちはイスラム教徒なんで、イスラム教じゃないのとか言うわけですね。すると先生は、仏教でもイスラム教でもありません。イタリアにあるのはキリスト教です。皆さんキリスト教って知ってますかって言うと、生徒たちみんな知らないって言うんですよ。イスラム教徒ですよ。同じではないですけど、旧約聖書を元にしたアブラハムの宗教、同じアブラハムの宗教の仲間なんですけれども、イスラム教徒の子供たちはキリスト教って何って言ってるんですよ。キリスト教なんて聞いたことないというふうに言うわけですね。そんな子たちがイエスとか聖母マリアのこと知ってるわけがないですよね。そもそもイエスも聖母マリアも旧約聖書とか新約聖書の話ですから、出てこないんで、ユダヤの経典にもイスラムの経典にもね、イエスとかマリアは出てこないんで知らない人なんですね。ユダヤ人にとって聖母マリアというのはそういった人物だということを一応大前提として知識としてね、お伝えしておこうというふうに思います。でですね、分かりやすく出てくるシーンのもう一つはですね、ボウが怪我をするわけですけれども、このボウがナイフで刺されるわけですけれども、この刺された場所がですね、どこだったのかというと、脇腹と手のひらだったわけですね。脇腹とか手のひらというのはですね、聖なる5つの傷というふうに呼ばれるものと同じ場所ということになります。これはイエスの、聖痕とは多少意味合いが違ってくるんですけど、イエスを象徴する聖なる5つの傷と同じ箇所ではあるわけですね。ということは、一応説明すると、イエスが十字架にかけられますよね。最後卓形で処されて、殺されるというか、そういったことがあるわけですけれども、その時に十字架にかけられるために手のひらに釘を打たれて、足に釘を打たれて十字架にかけられるわけです。で最終的には脇腹を刺されて、ロンギヌスの槍でですね、脇腹を刺されて反応がない、死んだなということが確認されたという、この5つの傷のことを、聖なる5つの傷というふうに言うわけですけれども、ボウにこの傷ができたということは、つまりですね、聖母マリアイコールママの息子であるボウはイエスなんだというふうになりそうな感じがするんですけれども、5つの聖なる傷には
少し足りませんね。5つの聖なる傷がなきゃいけないのに、棒にある傷は2つです。脇腹と左手ですね。この2つしかないわけですね。3つ足りません。イエスと同じなら、両手両足脇腹の5個ないといけないし、あと聖痕っていうふうによく言われるわけですけれども、聖痕っていうのは何かっていうと、イエスが負った傷と同じ場所に超自然的に出現する謎のあざとか傷のことを聖痕っていうんですね。だから聖痕の場合、この茨の冠をイエスはつけられて、それを数えたりとか、いろんな別にこの聖なる5つの傷以外にもイエスに関連しそうな部分にこのあざとか傷が超自然的に出現すると聖痕だというふうに言われたりするわけですけれども、だから自分で傷つけて聖痕ですとは言えないわけです、当然ね。それをやったら誰でも聖痕を出現させることができてしまうんで、だから今回のボーがやったのは人に傷つけられて聖痕ができているということになるんで、これは聖痕ではないし、イエスと同じものでもないわけですね。で、さらに言うと、一番最初のセラピーからの帰り道の看板の文字がありましたよね。あの文字には自分で自分の手を切るというふうに書かれていたわけです。とするとですね、このシーン、この聖痕的なものが刻まれるシーンはですね、記憶というか映像では、おそらくボーの記憶的なものになってると思うんですけれども、あれでは連続殺人犯というか、裸のおじいちゃんが急にボーのことを襲ってきて手をガシ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 、脇腹をガシ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 刺していたという映像がありましたけれども、おそらくあれはボーが自分でやっているんですね。または交通事故を起こした時に偶然そこに怪我を負ったのを、何か記憶を改ざんというかそういうことをされて、イエスっぽくなっている。ただそれだけだと思います。つまりこの聖母マリアとイエスのこの関係をこの映画の中で表しているのは何かというとですね、聖母マリア役のママモナ・ワッサーマンは精神病ですね。境界性パーソナリティ障害を患っています。つまり狂ったマリアと足りないイエスというのがこの2人を表している言葉になるんじゃないかなというふうに思います。それがこの2人、ママとボーということになるわけですね。さて、家を飛び出したボーはですね、交通事故に遭うわけですけれども、この交通事故は完全にアクシデントでした。ママの計画にはないアクシデントによる交通事故ということだと思いますね。この世界はですね、いろんな住民がいるわけですけれども、この世界に住む住民はですね、4つのグループに分かれていると思っていいと思います。まず1つ目は完全なママ派です。これはですね、ロジャーとか、お医者さんのロジャーとか、あとはドクター・コーエンですね。ママの弁護士であるドクター・コーエン。ボーと電話をして、君は自分が何やってるのか分かっているのかと、今すぐ帰ってきなさいって言ったドクター・コーエンですね。これらの人たちは完全なママ派です。それと、ママ派ではあるんだけど、ボーの心の代弁者として存在している人たちがいます。それはアパートの近隣住民たちとかそういった人たちですね。彼らも全員ママの派閥です。ママの会社の従業員ですからね。ただ、ボーの心となんか共鳴しちゃっている部分があって、ボーの内面の声をこう発しているというところがあるという感じですね。それと、ボーの味方という人たちもいます。これがグレースとかトニー、ロジャーの奥さんのね、グレース、そして娘のトニー、そしてジーブスとか、この人たちはボーの味方というふうに考えていいと思います。で、ママの意識外の別組織として森の劇団というものが存在するというふうに考えてください。で、この4つがこの世界には存在するということですね。で、交通事故はね、完全なアクシデントだったと思うんですけれども、おそらくですね、シーリングマンの落下というところからすでに予定外だったということですね。というか、シーリングマンが鍵を盗んだということそのものがもうすでにママの計画の予定外という可能性もあるんですけれども、そういう風になっております。だからシーリングマンの落下が予定外で、そのシーリングマンの落下によって驚いたボーというのが予定外に外に出たわけですね。裸でこうわーって言って外に出てきました。で、警察と出会ってですね、警官に
この武器を捨てろというふうに言われてマリア像を落とすということをしました。これら全部予定外です。こんなこと計画になかったことなんで、みんなびっくりしてオロオロしているというところがあるんじゃないかなというふうに思います。この時警官が非常に怯えていたわけですね。ずーっとクソなんなんだよ、武器を捨てろって言ってるだろみたいなずーっと言ってるわけですけど、この警官何に怯えていたのかというと、聖母マリア像、つまりママですね。なぜならこの世界の神はママなわけです。ママがこの世界の創造主ですからね。この世界は全てママでできています。ママの子宮の中ですから、ここは。ですから、ママを人質に取っている聖母マリアはママの化身ですから、ママを人質に取っているということで、武器を捨てろとずっと言っていたということになります。だから警官としてはですね、ボーがママイコール神を人質に取っているというふうに考えたということだというわけですね。で、事故が起きてしまいました。これは完全な予定外の事故です。で、事故ったバンを運転したのは誰だったのかというと、グレースとジーブスです。だからこんなにびっくりしてるんですね。予定外だから、引こうと思って引いたんじゃなくて、引くつもりなくて引いちゃったから、わーって言ってびっくりして、いるわけです。だからもともとは、ロジャーの家、グレースの家、この夫婦の家にボーを入院させるということも計画にはなかったことですね。これも全部予定外の行動です。だからいろいろとですね、アクシデントがあって予定が狂っていくということがあったわけですね。だからアクシデントでロジャーの家にボーはこう入院しているということなので、本来このトニの部屋ね、娘のトニの部屋にボーを寝かせているわけですけども、このトニの部屋というのはママの管轄外の場所なんですね。要するに監視カメラのない場所というふうに考えていいと思います。トニの部屋はここに来させる予定がなかったからということだと思いますね。ロジャーの家に行く予定はあったかもしれないけど、トニの部屋に寝かせるという予定はなかったんだと思います。だからトニの部屋っていうのは非常に異質ですよね。なんかこのママのね、会社 MW 社の匂いがトニの部屋からはしないですよね。完全な女の子の部屋というか、なんか韓流アイドルのポスターが貼ってあったりとかする、これまでの世界観とは違う部屋が出てくるわけですけれども、それはここがママの管轄外の部屋だからというふうに考えていいと思います。ということで、第2章となるわけですね。事故って暗転、第1章はおしまい、次からは第2章ということになります。だから第1章はボーが外に出る話。いかにしてママはボーを外に出したかということですね。だから予定外のことは起きたけど、ボーを外に出したことは成功したんで、よしと。プラン B、プラン C ぐらいのところで、こう、ママの計画通りに物事は進んでいるぞという感じには、一応なっているということになります。ということで、第2章、ボーはテストに落ちるの巻です。これが第2章のタイトルということになりますね。警官に言われて落としたマリア像が接着されてベッド脇に置かれているということがありました。接着剤つけたて触るなみたいな感じのが書かれていますよね。これが意味していることはですね、すべてママは把握済みだということがこのマリア像からわかるということです。グレースとジーブスが、ボーのことを引いてしまったわけですけれども、この二人が出会う前にマリア像は割られているわけですね。ボーが武器を離せと言って落として割れたわけですね。で、その後ボーは反対側に、車道側に走っていって、そこで車にひかれるわけですけれども、車を運転していたグレースとジーブスが、そこでもう数メートル先、数十メートル向こうで割れているマリア像がボーの所有物だということが分かるはずがないので、これが回収されて接着剤できれいにこう元通りに接着されているっていうことはイコール全部ママの把握済みの、もので、あれを回収して、あれはママだから回収してちゃんと接着剤をつけて、ボーに返す、ボーに渡すということをしましょうということがなされたということになりますよね。ということでこのうちロジャー、グレース、トニの3人家族ということになっております。トニは女の子ですね。で、ロジャーは医者ということになっていますけれども、それもそもそも本当かどうかはよくわかりませんということですね。ボーをこの家に留めておくための嘘かもしれないということは十分考えられます。で、足首に装置が付けられていて、これはバイタルを測る機械だよというふうに言われていましたけれども、実際はバイタルを測るものではありません。これはですね、アメリカとか韓国とかで、使用されている性犯罪者に装着する GPS アンクレットというものですね。性犯罪者がどこにいるのかを把握するために足首に GPS を取り付けるわけです、向こうはね。
そうして自分の住んでいる近隣近くに性犯罪者がいるかいないかっていうのが、全国民が把握できるわけですね。怖いですから、性犯罪者は再犯率も非常に高いんでね、そういう人が近くにいるかいないかをこう把握するための GPS アンクレット、足首ですね、足首につける GPS の機械ということになります。で、この家族の中でですね、実際に本当に家族かどうかも怪しいっちゃ怪しいんですけれども、でもそこはね、疑い出したらもうどこまでどうなのかっていうのは分からないんで、一応家族ということにしますけれども、この医者家族の中でですね、完全にママに忠実なのは誰かというとロジャーだけです。旦那のね、夫のロジャーだけということになっています。で、ママ側の人間、ママ派の人間、ロジャーとかセラピストとか、ドクター・コーエンとか、こういった人たちがママ派なわけですけれども、このママ派の人間たちの使命というのは何かというとですね、ボーのママへの愛情を図ることですね。で、ボーはママに対してこんなにも愛情がありませんよということを報告するというかそういうことを試すことをこのママ派の人間というのはするわけです。セラピストはボーの本音を聞き出すということをしているわけですね。本音といってもわざわざママのことを嫌いでしょって言わせるような質問をするとか、そういうことをするわけですけれども、そういう本音を聞き出すのがセラピスト。そしてドクター・コーエンというのは実家に帰らないことがいかにひどいことなのかということをボーに伝えるということをしていました。そしてこの医者のロジャーはですね、そんなボーを実家に帰れないように何かと理由をつけてこの家に縛っておこうということをするというのがロジャーの役目ということになっていたわけですね。だからこのママの望みというのはですね、ママの望みというのはボーがはってでも自分のために家に帰ってくることというのを望んでいるわけです。それをボーがするかどうかを試しているわけですね。だからボーにはとにかく試練を与え続けるということをするわけですけれども、ロジャーがここでですね、唐突に君の睾丸に関して、ちょっと重要なお話があるんだと。どうやら君は深刻な精巣上体炎を発症しているから精密検査をした方がいいと思うみたいなことを、ロジャーは言いましたよね。これは嘘です。なんでこんな嘘をついたのかというと、ボーをこの家に留まらせるためにこの嘘をついたということですね。とにかくロジャーはボーが家に帰らないようにしようとします。私がこんだけ言ってもボーは家に帰ったんだという事実をママは欲しいから帰りなさい帰りなさいとはロジャーは言わないわけです。どんなに苦労をしてでも何を差し置いてでもママの葬式に行くということをボーが選択しろというふうに、ママは考えているということですね。さて、この家にはですね、謎の男ジーブスが住んでおります。というか隣にいるというか、隣のトレーラーハウスに住んでいるというか、そんな感じなわけですね。通常映画を見ているとこのねシーン、ボーがドクター・コーエンと電話をしているシーンですね。ここのシーンでジーブス初登場と思うんですけれども、皆さんもご存知のように実はその前のね事故の段階でジーブスは出ていたということがもう今は分かっていますよね。ジーブスは結構前から出ていたということになります。で、このシーンですね、この電話をかけているところにジーブスがやってくるシーンですね。シャーシャーって言いながらジーブスがやってくるわけですけれども、ここでボーは、弁護士のドクター・コーエンに電話をかけているわけですね。で、ドクター・コーエンに君は何を考えているんだ、今すぐ来なさいというふうに言われているシーンですけれども、ここでジーブスが何をしているのかなんですけれども、どうも僕にはですね、電話の邪魔をしているように見えるということなんですね。要するに、ボーよ、ドクター・コーエンの話を聞くな。ほら、こっちで俺が面白いことをしているぞ。こっちに注目してコーエンのことは無視しろ。というふうに、言っているように僕には見えます。ということから、ジーブスはですね、ママ派ではなさそうに見えるということがわかるんじゃないかなというふうに思います。ドクター・コーエンは完全なママ派ですからね。ママの弁護士ですから。そのママの弁護士であるドクター・コーエンに敵対しているというか、そんな感じのあるジーブスは、ママ派ではなく、ボー派というかね、そんな感じ、ボーの仲間というか、そんな感じかなというふうに思いますよね。そして次、謎の少女、トニですね。一人娘、トニですけれども、彼女もママ派ではないということは、ロジャーがいない隙にボーを連れ出したことからも明らかだというふうに思います。ロジャーがいない時にボーのことを連れ出して、車の中でなんか、やばい
葉っぱみたいのを吸わせるみたいなのがありましたけれども、ロジャーに隠れてそういうことをするってことはロジャー派、つまりママ派ではないということの証かなと思います。で、トニーとジーブスが結託しているというのは映画を見ていればわかりますよね。トニーとジーブスは2人だけで会話しているというシーンがたくさん出てくるんで、この2人は通じ合っているんだろうということがわかります。だからこの2人は仲間です。で、ジーブスとグレースもボーに対してママの予定外の行動を引き起こしているということもあってママ派ではないということがわかります。つまりこの3人、トニー、ジーブス、グレースのこの3人は反ママ派ということがわかるんじゃないかなと思います。 OK ですよね。ということで、ではトニーは夜中にボーのことを連れ出して車に乗せてですね、葉っぱを吸わせて何かほわほわーっとボーがなっていったわけですけれども、トニーは何をしたのかというとですね、あれは要するにボーに過去の記憶を蘇らせることをしたということになるわけですね。ということで、ボーは葉っぱを吸うと子供の頃の自分の記憶をこう夢で見るというか、そんな感じになるわけですけれども、まずですね、この登場してきたこの男の子は一体誰なんでしょうということですね。まあ普通に考えてボーなんですけれども、ちょっと待ってくれと。ボーは知的障害を持っているはずですよね。で、ボーの知的障害というのは生まれた時から後天的なものではなくて、生まれた時から幼い頃からはっきりとボーには知的障害、知恵遅れの症状が現れていたはずです。だからこそママはですね、医療分野で成功を収めていったわけですね。知的障害のあるボーに効く薬とかなんかそういったもの、を、効くのかどうか聞いてないですけどね、今のボーを見れば聞いてないですけれども、そういったものを発明というか開発していって、成功を収めたということがあるんで、幼い頃からボーは知的障害があったはずです。にもかかわらず、ここに映っているこの少年ボーはですね、非常に賢そうなイケメン少年ということになっておりますよね。これは一体どういうことなんだと。おかしくないかと。この中年ボーからは考えられない賢そうなイケメンボーだぞと、いうことになるわけですけれども、これはどういった意味かというと、中年の今現在のボーが認識している少年ボーだというふうに思っていいと思います。要するに、ボーは知的障害を持っているんですけれども、自分はそれを感じていないというか、自分にとって過去の自分というのは知的障害を持っている知恵遅れの子供ではなくて普通の子供だったという記憶を自分は持っているということですね。だからボーの記憶の中にあるわけですから、この今の光景というのは、この記憶の中の少年ボーは普通の賢そうな子供として存在しているということになるんじゃないかと思います。本作はですね、ボー以外の視点は1ミリたりとも出てきていないというふうに考えてください。全てがボーが見ている世界、ボーの一人称だけで描かれている映画、それがボーは恐れているという映画だということですね。で、それでは客船のね、記憶、幼い頃の記憶というのは何を意味していたのかなんですけれども、ここでですね、ママとの会話をちょっと振り返ってみようかなというふうに思います。ママはボーに対して、僕はマーサが好きだって言ったボーに対して、マーサを愛してるのとか言ったりするわけですね。すごい嫌みったらしく言ったりします。それとか、向こうの方で見かけたエレインを指してですね、ああいうタイプの子が好きなのとか言うわけですね。女のことを分かるのは女だけ、男は何も見てないとか、ああいう女の子には釣り合う男じゃないとね、あなたは平気、あなたの相手ならどんな女でもとか、人生で何よりも大切なのは正しい伴侶を選ぶことよとか、早く寝ようかしら、あなたが起きていてほしいならデッキを散歩したり星を眺めたりしてもいいわよとかいうわけですね。それとか、この中で直接ボーに対して言ったわけではないですけれども、ボーのセリフとして、僕は童貞じゃないと危険なんだ、遺伝の問題で父も死んだしということを言っているということで、ボーは日頃からママからね、あなたはセックスしちゃいけませんよと、射精したら死にますわよと、オナニーもしちゃダメよということをずっと言われ続けているということが判明するわけですね。このママのセリフというか、ママとボーの会話というか、ほぼママが一方的に喋ってるだけなんですけれども、この会話ですね、親子の会話というよりは、なんだか恋の駆け引きをしている相談相手との会話みたいに聞こえますよね。あんま親子の会話という感じがしません。ママの喋り方も非常になんか色っぽくわざわざ喋ったりしている感じがありますんで、
これはですね、情緒的近親相関というふうに言えるんじゃないかというふうに思います。情緒的近親相関というのはですね、肉体の接触を伴わない近親相関のことを言うわけですね。主にお母さんから息子に対して行われることが多いです。で、この情緒的近親相関っていうふうに言われる肉体的接触のない近親相関の一番多い例としては、息子のことを夫のように扱う母親みたいなね、そういったものが非常に多いという例があるわけですね。これは虐待に分類されます。実際に肉体的な接触をね、していなくても子供に対してこの精神的に近親相関を行っている虐待というふうに、見なされることが非常に多いということですね。まあ判断が難しい部分ではあると思いますけれども、虐待というふうに言われますね。ママはですね、ボーに対して射精をタブーというふうにしたんですけれども、それもですね、実際は別にボーは射精したところで死にはしないわけですね。それは映画の中に出てきますよね。だから嘘を教えていたわけです。それはボーを自分のコントロール下に置くためにそうしていたわけですね。ママはですね、モナ・ワッサーマンのママはですね、自分の息子ボーンに対して本当に全てを支配していたわけです。ボーの世界の全てはママでできているし、ママはボーを自分の世界の中に全部閉じ込めておくということをこういう幼い頃からずっとしていたんだということがここからわかるんじゃないかなというふうに思います。アリアスター監督がですね、この映画はユダヤ人のロード・オブ・ザ・リングだとか、このユダヤ人の母的な物語なんだということを言ったのはですね、こういった支配的な母親の例えとして、ユダヤ人、ユダヤ教というものを表現として使ったわけです。だからこの映画はユダヤ教のお話なんですとか、ジュイッシュマザーのお話なんですとか、ユダヤというものをこの世界に入れ込んだ物語として見ればいいんですとか、そういったことを言っているんじゃなくて、こういった支配的な母親のもとに生まれた子供の物語ということの例えとして、ユダヤ人の母ってみんな知ってるでしょと、支配的な、過度に支配的な過度に子供と接触したがるユダヤ人の母、教育ママ、母親をモチーフにしたお話なんだよという例えとして、ユダヤ人というユダヤ教という言葉を使ったんだと思ってください。だからユダヤ教というものが別に関係なくても知らなくてもこの映画は読み解くことができるというふうに思います。こういった支配的な母親っているよねみたいな、要するにちょっとやばいお母さんというか、そういった人ですよね。自分の息子を絶対的に支配するお母さんに育てられたら子供ってこうなっちゃったりするよねというものを描いた映画、それがこの映画だというふうに考えてください。あまり宗教にとらわれすぎるとどんどん違う方向に行っちゃうかなというふうに思います。さて、この船の中でボーはね、エレインと淡い恋に落ちるということがありましたよね。彼女はこのママのね、モナ・ワッサーマンのライバル的存在として登場してくるというところがありますよね。ママからボーを奪おうとする人物という感じがあるんじゃないかなと思います。エレインはこう言っていましたよね。ママはクソだわとか、キスは許されてるとか、私のことを待っててくれる、愛してるとか言ってどっか行っちゃったりするわけですね。トニーのタバコからね、葉っぱからこの記憶は始まったんですけれども、当然過去の事実を明確に蘇らせることが目的ではないということはわかると思います。通常ね、こういった、薬物的なものはですね、幻覚とか妄想というものを引き起こすものでしょというところがありますよね。つまりボーは本来は知的障害を持った男の子だったはずなのに、ここでは賢いイケメンの少年に描かれている。そして実際にはなかったエレインとのロマンスが描かれているというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。実際にはなかったってどういうことなのかっつうとですね、客船のね、デッキでの淡いロマンスのシーンありましたよね。あのシーン実はですね、非常に大きな巨体の男が常に映り込んでいるというのがありました。これはですね、僕アリアスター監督から聞いたんですね。こういったシーンがあるからそれについて考えてみてよというふうに言われて、ほえーと思って考えてみたんですけれども、実際の映画ではですね、ほぼほぼ暗いしボケてるし、よくわからんわけですけれども、こうやって見てみるとですね、非常にわかりやすい。この人物、ボーの少年時代にずっとデッキでボーとエレインの淡い
ロマンスを見続けていた男というのはですね、ジーブス戦闘モードです。戦闘モードってどういうことかっていうと、ジーブスはですね、普段は髪の毛とヒゲがね、生えているぼーっとした男なんですけれども、戦闘モードになるとですね、ジーブスは髪の毛を剃って、ヒゲもちゃんと綺麗にしてですね、諸突猛進してくるというところがあるんですね。このジーブスは戦闘モードのジーブスということになります。で、このジーブス、ここで一体何をしているのかというと、諜報活動をしているというふうに考えていいと思います。つまり、トニーが仕掛けたデコイがしっかりと機能しているかどうかを探っているということですね。どういうことかというと、実際にボーとエレインのロマンスというものはなかったと思います。実際にはですね、ボーとエレインは大して仲良くなっていなかった。あそこでね、同じ船に乗っていたということはあったでしょう。遠くからエレインのことを見つめていたということはあったでしょう。もしかしたらプールに死体が浮いているということを言いふらしてですね、そうやって写真を撮ったということまではあったかもしれません。でも、その後の2人のあれこれというものはおそらくなかったと思います。ただ、トニーがですね、妄想を引き出して、ボーとエレインにこういったロマンスがあったことにしたわけですね。それを妄想で見せたということです。で、その妄想がしっかりと機能しているかどうかをジーブスは確認しているというところだと思います。だからボーとエレインのロマンスはトニーによって作られたものということですね。ここで気になるのはですね、エレインのキスは許されているという発言ですね。これは一体誰に許されているのかですけれども、わからないわけですね。直接的にはトニーとかジーブスから許されているというふうに考えていいと思います。なぜなら、この今のね、動いているエレインはトニーとかジーブスによる妄想というか、そういった存在でのエレインなので、だからその2人から許されているという言い方もできるかなというふうに思います。ただ、この2人、トニー、ジーブス、あとグレースもですね、彼女たちにも上位の存在がおそらくいるはずですね。そこが誰なのかというところまでははっきりとは分からんという感じかなと思います。正気のママという可能性もあるし、正気のママっていうのはどういうことかっていうと、僕らがね、今見ている世界の神としてのママっていうのは、境界性パーソナリティ障害のママなんですね。境界性パーソナリティ障害のママが作り出した世界にいるボーというのが、この映画の中なので、境界性パーソナリティ障害になっていないママっていうのもどこかにあるはずなんです。そのまともなママの成分として、それがグレースとかトニーとかジーブスの上位の存在としているという可能性もあるし、またはボーですね。ボーにもいっぱい、兄弟とかがいるわけじゃないですか。概念としてはボーは生子なわけですから、何万匹もね、いっぱい同時に出ているわけで、それらの仲間というふうに考えることもできるかなというふうに思います。ということで、妄想というか、この記憶の最後はですね、レインがお母さんに連れて行かれるというシーンになるわけですけれども、ここのシーン、現実とこの妄想というか夢というか、そういったものがものすごくね、ない混ぜになっていて、よくわからない感じになるわけですけれども、こんな感じで進みますね。ここはトニーがまず出てきます。これは現実のトニーっぽい感じですね。トニーがベッドで寝てルールを破るなんて偽善者、ジーブス、あいつが中にいるというふうに言うわけですね。そうするとエレインがボーとママの部屋にこうバーンと入ってくるわけですね。船のボーとママの客室ですね。そこに入ってきて、連れてかれる、ママが船から私を降ろそうとしている、待っててくれる、愛している、約束よとエレインが言います。そうするとボーのママがですね、はっていう顔をして、何なの、誰よこの女は、何を約束したの、ボー、あの子はどこへ行ったの、あの子がそうなの、あいつがソファーにいるってママが叫び出すんですね。そうすると今度は現実のジーブスがやってきて、現実のジーブスがこの、リビングにやってきてですね、奴が中にいる、奴が笑ってる、笑ってやがると、いうわけですね。それをロジャーとグレースが押さえつける。この時ボーはソファーで寝ていたわけですけれども、恐ろしくなって立ち上がってヒーッとなっているというシーンが出てくるわけですね。この関係ないですけど、妄想のシーンというか過去のシーン、船のデッキのシーンでね、ちょっとびっくりすることが起きると、後ろにいる、客というか他の客というか乗客というかね、そういった人がなんか
テーブルにあるお皿を落としちゃったりとか、持っているバケツを落としたりとかするっていう面白いシーンが多少あるんですけれども、関係ないとして、ここでトニーがまず怒ってますね。ベッドで寝てルールを破るなんて偽善者って、トニーが怒っています。トニーが怒っているのは何でなのかというふうに考えるとですね、ボーが当然怒られるようなことをしたからトニーは怒っているわけですね。で、怒ってる原因、一番最初に言っています。ベッドで寝てというふうに言っているわけですね。つまりボーがベッドで寝てないからトニーは怒っているわけですね。どういうことなのかというと、トニーの部屋というのはですね、さっき言いましたけれども、この第2章の冒頭の方で言いましたけれども、トニーの部屋というのはですね、おそらくママの管轄外なんですね。ママの管轄外だからトニーの部屋にいるボーはですね、トニーとかジーブスとかグレースがある程度コントロールできる状態なんだと思います。だからボーを連れ出すこともできたとか、そういったことがあったんだと思います。だからそのトニーはボーが僕がソファーで寝るよって言ってもいいのと、私はソファーで寝るからあんたはベッドに出なさいってずっと言ってたのは、そのママからの監視の目を逃れるためだったというふうに思うわけですね。なのにボーがソファーで寝てしまっていたので、ママにバレてしまったわけです。ボーはソファーで寝ちゃいけなかったんです。それはもうこっちの計画、トニーとかジーブス、グレースの計画からはやっちゃいけないことだったんですね。絶対にベッドで寝てもらわなきゃ困るのに、ボーはソファーで寝たんです。だからママが入ってきたんです。その夢の中に入り込んできたママというのが、この何なの、誰よこの女はというふうに言っているママですね。これまで知らなかったんです。ママはボーの全てを監視しているはずなのに、ママはエレインのことを知りませんでした。というかエレインのことは知ってるけど、一乗客だと思っていたら、ボーとエレインの間に何かあったのと、私そんなの知らないんですけれどもと、私の知らないところでこの二人には何か特別な感情、特別なやり取りがあったの？何なの？誰よこの女はっていう風になってるわけですね。当然知らないわけです。なぜならエレインとのあれこれというのはですね、トニーが作り出した妄想の中ですからね。だからこれはママにバレていないはずだったんですけれども、ボーがソファーで寝たことによってママにバレてしまったわけです。だからママは混乱しているわけですね。どういうこと何なのエレインってずっとなっているわけです。でもちゃんとママがね、ボーが自分の監視の届くところにやってきてこの夢を見せたんで、ママはああ分かったわ、よしよしとなっているわけですね。だからママはエレインを排除することができました。エレインが急に船から降ろされることになったわけですね。海の真ん中で進んでいる船から急に降ろされることになった理由はママにバレたからです。だからエレインを排除できてママは笑っていたわけです。それを見てジーブスはやつが笑ってるという風に言っていたと、なるんじゃないかと思います。だからトニー、ジーブス、またはグレース、彼女たちの計画というのが、残念ながら破綻してしまったというのがここまでだったんじゃないかなと思いますよ。さて一夜明け、グレースが電話をかけている声が聞こえます。それは最初の契約に含まれてない。私自身も母親なのよ。ごねるならこちらとしても打つ手があるわというふうにグレースは言っていました。この電話の相手、ママまたはママの取り巻き、ドクター・コーエンとかそういった人物だろうというふうに思います。内容はですね、ボーをママが監視できないトニの部屋に寝かしていることについて、どうなってんだ、あんなところで寝かしていたらダメじゃないかということを言っているんだと思います。でももともとボーはここに入院する予定じゃなかったんですね。事故だし、その事故に対応するんだったらあんたたちが何とかすればいいのに、私たちにやらせてるわよね、その事故の対応を。だからあんたたちが入院させろ、この家でボーをとどまらせろって言うからトニーの部屋に寝かせているのよと。私にも子供がいるしいろいろとやってんのよと、勝手なこと言わないでちょうだいみたいなことを多分言っているわけですね。ということでグレースはここでプツンと切れてしまったわけですね。だからボーに真実を告げることにするということになりました。こう言っていましたね。あなたを見守り、あなたを愛し、想像を絶するような思いをしてきたことを知る者として伝えたいことがあるの。78チャンネルということですね。一体ボーの人生にどんなことがあったんでしょうかということですけれども、まあわからないわけです。これはもう永遠にわかりません。描かれていないんでね。想像を絶するような思いをしてきたのを知る者ということは、まあボーがそういうことをしてきたわけですね。まあボーが一体どんな
人生を送ってここまで来たのかわからないですけれども、ただこれをですね、生死によるですね、受精サバイバルレースだと考えれば、ボウは過酷な戦場を戦い抜いてきた戦士だというふうに言うことはできますよね。非常に過酷な何万分の1、何十万分の1、何百万分の1の戦いを勝ち抜いて卵子にたどり着くというふうに言われているわけですから、それを戦い抜いてきたという表現をしているんであれば、これはまあグレースの言っていることはまあなるほどなという感じはあるかなと思います。グレースの息子はネイさんという人物で、戦場で死んでいるという説明がされますよね。そしてジーブスとネイさんは親友だったというふうに語られています。このことから推理してもですね、グレースとトニとジーブスがボウに協力的である理由というものは納得できるものがあるんじゃないかなというふうに思います。要するにみんな兄弟ということですね。ボウもグレースもトニもジーブスもみんな同じ兄弟、要するに生死仲間というか、そういった部分があるんじゃないかというふうに思います。トニがね、友達にボウのことを紹介するときに新しい兄貴よって言ったりしているわけですけれども、これもそういった意味で生死仲間というふうに考えればそういうことなのかなっていう感じもしないでもないかなと思います。だから兄弟的な関係というかね、そういった部分があるのかもしれないと、概念的にね、そういったところがあるのかもなーなんて思ったりします。ということで78チャンネルには何があったのかというと、ボウの人生すべてが記録されているわけですね。これは未来も記録されているということです。これが意味しているものは何なのかというとですね、ママの支配、モナ・ワッサーマンですね。ママの支配というのは自分の子供の人生すべてに及んでいるんだということを描いているものだと思います。表現しているものだと思います。78チャンネルには残念ながらですね、もうバッドエンドまで記録されているわけですね。このボートに浮かぶボウというものももう描かれています。バッドエンドが確定しています、ボウは。だからトニが怒り出すわけですね。あんたはテストに落ちたというふうにトニは言いました。テストというのは何を指しているのかというふうに考えると、エレインとの淡い恋のことだろうというふうに思います。トニがですね、見せたあの妄想、葉っぱによる妄想の中でですね、ボウがエレインとの恋をもし成就させていれば、ママの存在を消すことができたかもしれないわけです。そうすれば合格だったんだろうというふうに思います。つまり、トニとかグレースとか、ジーブスはですね、ボウの中にあるママへの依存というか、ママの存在というものを消そうとしているわけですね。当然、ママの存在を消そうとした場合、一番手っ取り早いというか、一番分かりやすいというか、一番可能性があるのは、ママよりも大切なものをボウに作ることですよね。ママよりも大切なものをボウに与えれば、ボウはママのことを忘れることができるというふうに考えたわけです。それがエレインだったわけですね。だから、ボウはエレインと恋をして、エレインに夢中になっていれば、ママから脱却することができたわけです。でも残念ながらボウはですね、ルールを破ってしまいました。ルール違反をして、ママの目の届くソファーで寝てしまったわけですね。ボウをママから引き離すために存在しているわけですね、トニーとかみんなは。ボウをママから引き離すために存在しているトニーはですね、このボウの行動に絶望してペンキを飲んで自殺するということを行ったんだろうというふうに思います。このペンキっていうのは何を表現しているのか、アフターピル的なものというふうに考えていいかなというふうに思いますけれども、ですね。だからこれはバッドエンドが確定したことをトニは分かっているから、だからもう死にましょうと。どうせ死ぬんだから、あんたも死になさいよと。私も死ぬわよと。あんたのせいでこうなってんのよと。私たちがどんだけあんたのために戦ってると思ってるのよ。それも分からずにママの元に行こうとするなんて、あんた最低よ。死のう死のうというふうになっているという感じだと思っていいですね。ということでトニが、死んでしまいます。ペンキをごくごく飲んで恐ろしいシーンですけれども、死んでしまうわけですね。で、トニの死をグレースは見てですね、怒り狂ってこう言いました。ボウに向かってね、あんた私の息子になり変わる気ね、悪魔の力でというふうに言いましたね。この時点でグレースは事情を把握していないというところはあると思います。トニが自殺したと思ってないですからね。ボウがトニを殺したんだと思って、その理由をグレースはボウがネイさんとなって受精することを狙ってるんだと
いうふうにグレースは考えたんだろうというふうに思います。ネイサンのふりをして受精しようというふうにしているみたいな、そんな感じですね。でそんなことは私許さないわよというふうにグレースはなって、ジーブスにジーブスとあいつを八つ裂きにしてというふうに言ったとなるわけですね。逃げたボーが木に頭をぶつけて暗転しましたということで、ここで第2章はおしまいとなります。第2章はボーはテストに落ちるの巻でした。これで終了ということですね。ちなみにジーブスはですね、ボーと同じく手に傷を負っているというところがあって似てますねとなるわけですね。ということで第3章に行きます。第3章はボーは別のボーを知るの巻となるわけです。気絶から目覚めたボーはですね、森の劇団に足を踏み入れるということになっていくわけですね。この森はですね、ママの管轄外ということになっているはずです。だからみんな自由に活動しているわけですね。この森の中もママ成分が全くないんで、ママの管轄外だと思っていいと思います。で、ボーを助けてくれた女性は妊婦さんでしたよね。このあたりもママの管轄外であるという象徴のような感じがしますね。ママは幸せそうな妊婦のことが嫌いです。なぜなら自分は幸せな妊婦じゃなかったからです。だからママは幸せそうな妊婦が嫌いだし、幸せそうに子育てをしている自分以外のママも嫌いです。そういうのが出てくるってことは、ここはママの管轄外というふうに、思ってんじゃないかなと思いますね。ですね、劇団に行く前に看板がいくつか出てくるわけですね。一番最初、中庸を知るべしという看板が出てきます。中庸というのは何かっていうとですね、孔子の論語の中にある言葉なんですけれども、この映画はですね、西洋の映画なんで、中国の中庸というよりも西洋の中庸という方がおそらく正しいだろうというふうに思います。ということはですね、アリストテレスに代表されるギリシャ思想を指した言葉の中にある中庸ですね。メソテースと言ったりするみたいですけれども、その中庸をここでは指しているというふうに考えていいと思います。中庸というのは何かというとですね、美徳の一つであって、行き過ぎは良くないし、足りないのも良くない。中道、真ん中を取ることで、世界の調和というものは保たれるんだよということを言っている言葉なわけですね。非常に分かりやすい例をお伝えするとですね、ギリシャ神話にですね、ダイタロスとイカロスというお話があります。昔ギリシャのイカロスはロで固めた鳥の羽でおなじみのイカロスですね。ダイタロスとイカロスのお話、どんなお話だったのかというとですね、ミノス王という王様がいるわけですけれども、ミノス王が作ったですね、ラビリンス、迷宮ですね。この迷宮、ラビリンスをミノス王は作ったわけですけれども、このラビリンスの攻略法をですね、ダイタロス、イカロスの親子が知ってしまったんじゃないか。そして、この親子がラビリンスの攻略法を外に漏らすんじゃないかということを恐れたミノス王がですね、この親子を唐に幽閉するわけですね。そこで、ずっと暮らしていて、なんとか脱出したいなと思った2人の親子はですね、考えました。ダイタロスは非常に腕の立つ職人だったんで、ダイタロスはですね、蜜蝋、ろうそくのろうですね、ろうを使ってですね、羽を作って、それを息子のイカロスに装着するわけですね。で、この羽を使って空を飛んで塔から脱出しようということを試みるわけです。この時、ダイタロスはイカロスにこう言います。低く飛ぶと羽が水についてしまう。高く飛びすぎると太陽で溶けてしまう。真ん中を通っていくんだよというふうにダイタロスはイカロスに言うわけですけれども、分かったよ父ちゃんというわけですけれども、イカロスは、残念ながら父ちゃんの言うことを聞かずにですね、雲より高くまだ遠く、上に行ってしまったわけですね。そうするとろうで作った鳥の羽がですね、太陽に近づきすぎてしまって溶けてしまって海に落ちて死んでしまいましたというのがダイタロスとイカロスのお話です。要するに中庸を知るべしということですね。どっちじゃなくていい真ん中のところを飛んでいけばよかったのに、勝手な行動をしたからイカロスは死んでしまいましたというお話ということですね。ただ残念ながらこの勇気一つを共にしてという歌はですね、イカロスの勇気を称える歌になっているんで、教訓としては間違っているよということなわけですね。真ん中を進みなさいという教訓がこのお話にはあるのに、勇気を持って上に飛んでいこうっていう感じになってしまっているんで、
歌の趣旨間違ってませんかとなるわけですけれども、これが中庸を知るべしという言葉となるわけです。さてもう一つですね、看板が出てきます。それには夢を見つけるまで全ての虹を追おうというふうに書いてあるわけですね。これはミュージカルサウンドオブミュージックの、ナンバーの一つですね。全ての山に登れの一節です。まあサウンドオブミュージックは名曲だらけなわけですね。どの曲をとっても名曲、ドレミの歌からサウンドオブミュージックから、私の好きなものとかもう全部名曲なんですけど、全部名曲であるサウンドオブミュージックの中で特に一番名曲だと言ってもいいですね。この全ての山に登れという曲はですね、クランメリーマウンテンってやつですね。まあどういったシーンで流れるのかというと、まあ2回流れるんですけれども、どっちもですね、主人公のマリアが人生に行き詰まった時にこの曲が流れるわけですね。全ての山に登れ、全ての脇道、全ての小道をたどれと、自分の夢を見つけ掴み取るまでみたいなね、そんな感じの歌なわけですね。まあとにかくチャレンジしろと、諦めるな、チャレンジをし続けろ、必ずどこかに答えはある、必ずどこかに希望はある、だから諦めずにチャレンジをし続けなさいというのがこの曲の意味なんですね。全ての山を登れ、まあ本当に名曲なわけですけれども、まあ、山というのは人生における困難とか高い壁というものを表現しているわけですね。で、この虹というのはですね、希望とか夢とか、自分の未来、まあ、自分だけじゃなくて子供の未来とか、人類の未来というか未来を意味しているんですね。とにかくチャレンジしろ、決して諦めるな、どこにチャンスは転がっているかわからない、全部に目を通せということを言っているわけですね。でもさっきも言った看板がありましたね。中庸を知るべしということもあります。行き過ぎず行かなすぎず真ん中を行きなさい、でも全ての山に登りなさいというこの、矛盾する2つの言葉のように感じますけれども、これが人生、これが人間、これが幸せというものだよということですね。うまいことをやっていきなさいよというのが、ここで言われていることかなというふうに思うわけです。この2つの言葉、皆さんの人生にも絶対に役立つと思うんで、ぜひ覚えておいてくださいとなるわけですね。ちなみにあんま関係ないですけれども、ここでですね、この仲間に紹介するシーンがあるわけですね。そこでボーっていうなんかおじさん拾ったわよみたいな感じで、連れてきた時に、彼はボー事故に遭ったの、ママは数日前、パパは誕生前に亡くなったというふうに劇団仲間に説明しました。すると劇団仲間の男はですね、おおというわけですね。悲しみというのは単独ではなく退去してやってくるとかいうわけですね。これはシェイクスピアのハムレットの一節ということになっております。劇団なんでね、そういったことを引用したがるというところがあるんじゃないかなと思います。で、この劇団の創設者というのがここで紹介されるわけですね。創設者はイエセコフという名前の創設者です。彼はですね、死んでいます。クレジットにはですね、なんとこれイエセコフの遺体というふうに書かれているんですね。もうこの時点ですでに死んでいます。最初から死んでいます。下にいる子供がですね、パパというふうに叫んでいるわけですけれども、これは遺体に向かって呼んでいるということになるわけですね。後にね、ジーブスが襲撃に来るわけですけれども、この時イエセコフもジーブスに撃たれるんですけれども、遺体なので無反応です。最初から死んでいるということになるわけですね。イエセコフちょっと謎すぎますね。ちょっと難しいです、はっきり言って。わからないのでスルーします。ただ、なんでイエセコフが死んでいるのかというと、これはこの劇団自体がボーの死んだ側面というか、死んでいるボーの側面というかね、ボーの中にある死んだ部分というか、そういったものを表しているから、イエセコフは創設者、劇団の創設者であるイエセコフは死んでいるのかななんていうふうに思います。ということで、この劇団でゲネというかなんかがあるわけですね。で、お芝居が開始されるわけです。ここで上演される演目はですね、ボーとは全く関係ない、さらに言うとこの映画の内容とは全く関係ない物語です。全く関係ないんです。この劇団のお芝居、全く何にも関係ないんですけれども、でもなぜかボーはですね、これは自分の人生を舞台化したものだというふうに思うんですね。違うんですよ。全くボーとは関係ないお話なのに、ボーは自分の人生だと思ってしまいます。実際のこのボーはですね、
全ての行動を誰かに決めてもらうという人生を送っているわけですね。僕はどうしたらいいとか、ずーっといろんな人に聞きまくる。自分では何も決められない人生を送っているわけですけれども、この劇中の中のね、男というのは自らの意思で鎖を切って、自分の行動というものを全て自分で決めていく男なんですね。ボーとは全く違うんです。ボーは何も決められない。劇中の男は全部自分で決めていく。全く違うお話なのに、ボーはこれは僕のお話だと思ってしまうわけですね。ということで、この物語はね、この演劇のね、この物語はなんとなく微妙に旧約聖書をなぞって作られているかなという感じがしますけれども、いろんな困難が襲いかかるけどなんとかしていくというお話ですね。ちなみにここね、本来は狼の家でね、知名度が上がったですね、クリストバル・レオンとホアキン・コシーニャの2人のアニメーターがいるわけですけれども、狼の家ね、見ました皆さん。すごい映画だったんですけれども、この2人がね、もともとはアニメーションとして参加して、ここの劇中は全部アニメで表現しようというふうにアリアスターは思っていたんですけれども、全部アニメでやるとやっぱり予算的に結構大変だということがあって、全部アニメではなくて、背景とか一部アニメーションを使って、実際にはホアキン・フェニックスがこう演じてというアニメーションと実写の組み合わせみたいな感じにしたみたいですよ。すごくいい出来になってるんじゃないかなと思いますけれどもね。この劇中劇ですね、非常に長くて重要なことを喋ってるような感じがしますけど、基本的にはあんまボーとは関係ない話だと思ってもらっていいと思います。ただボーはですね、これは僕の物語だというふうに言うわけですね。でも残念ながらこれはボーのお話ではありません。ここでもですね、ママの影響があってですね、ボーではなかったわけですね。ママの影響というのは、僕は一度も女性としたことがないという、現実の自分を思い出してしまうわけですね。射精したら死んでしまうから、僕は射精をしたことがないというふうになるわけです。そうすると、この劇中には3人の兄弟がね、いたわけで、だったら僕たちはどうなるのと、おかしくない？あなたが僕のパパだとしたら、1回しか射精できなくて、1回も女性と経験がないのに、僕たち3人が生まれるってどういうことみたいな感じで混乱してしまって、やっぱりなんかわけわかんなくなっちゃった。僕の物語じゃなかったやって、ボーは思ってしまうわけですね。これは完全にママの影響の結果、この劇団自体はね、ママの監視下にあるわけではないですけれども、ボーの中にあるママの影響というものが顔を出して、ボーはこの自分の物語なんじゃないかと思っていた全く関係ない物語を自分の物語だと思うことすらできなかったと、いうことがあったんだということですね。ボーの別の人生だったわけです。この劇団のお話は。ボーの別の人生を描いたお話なんですけれども、別の人生だからこれはボーじゃないんだということが、よく分かったとなるんじゃないかなと思います。ただ、この劇団の自分の理想的な人生ですね。いろんなことを自分で決めることができて、家族ができて、子供がいてという、この自分の理想的な人生というものを劇団のこの演劇で見せてもらってですね、ボーはいい加減ママと決別しようということを考えるわけです。それを象徴しているのが、ママとの決別というものを象徴しているのが、この妊婦さんへのマリア像の譲渡ですね。ボーは隣に座っていた妊婦さんに対してですね、自分のことを優しくしてくれた妊婦さんに対してマリア像を渡しました。これはママから独立しますよという、メタファーなわけですね。ママのメタファーであるマリア像を人に渡すというのは、僕はママからの呪縛から逃れる決意をするぞみたいなね、そういったところが表されているかなというふうに思います。ということで、ママの呪縛から解放されたボーを確認して、奇妙な男がボーに話しかけてくるということになるわけですね。奇妙な男とクレジットされています。この男のことはね。ボーはですね、この奇妙な男のことをですね、自分の父親じゃないかというふうに感じました。彼が本当にボーの父親かどうかはわかりません。なんか似てるような感じもするし、ボーの部屋に飾られているね、父親の写真があるわけですけれども、それと似てるような感じもするし、違うような感じもするし、わからないですけれども、これが本当にね、ボーの父親の写真なのかどうかもわからないし、なんとも言えないんですけれども、ただ、彼が出てきた理由はですね、
急に私は君のお父さんを知っているとか言い出したこの男が出てきた理由は、ママの束縛から解放されたボーというものを見て出てきたわけですね。ママの象徴であるマリア像をボーは手放したから、この男は登場してきたわけですね。で、君のお父さんは生きているとか、君とは小さい頃に会ったんだみたいな話をしたんですけれども、この奇妙な男、ボーの足にですね GPS アンクレットが装着されていることをここで気づくわけです。マリア像だけじゃないんだと、予備があったと、保険として GPS もこいつつけてやがったということで、あ、ママからの呪縛がなくなったと思ったけど、まだ保険があった、危ねえ、怖え、やめとこうということで、嘘って言って奇妙な男は去っていったと、ボーの前から姿を消していったということになるわけですね。まあそう簡単にママの呪縛からは逃げられねえぞということを、ここでよく表現されているなという感じがあると思います。そうこうしているとジーブス戦闘モードが襲来してくるということになりましたね。このジーブス戦闘モード、スキンヘッドになって屈強な感じで目がグッとなっていてですね、銃を乱射しながらこうわーってやってくるわけですね。このジーブスの目的はですね、実はボーの殺害ではありません。彼の目的は何だったのかというと、奇妙な男の殺害、それとボーについている GPS アンクレットを無効にすることだったわけですね。これが目的でした。まあおそらくある程度ボーに近づかないと、ボーというかGPS アンクレットに近づかないと無効にするという操作ができない仕組みだったんでしょうというふうに思います。ということで、ボーがここでまた気絶をして第3章はおしまいということになりますね。ジーブスが GPS アンクレット無効のボタンを起動して、GPS アンクレットがボーンと爆発して気絶おしまいということです。ということで、ついに第4章、ボーは恐れているの巻ですね。最後に来てタイトルと同じ副題がつくっていうかっこいいやつです。第4章、ボーは恐れているということで、これはですね、幼いボーのお風呂の記憶から始まりますね。ボーが頭を洗ってもらっている。で、横を見るとエレインがボーの頭を洗ってくれているっぽい感じがする。で、その後正面を見るとですね、もう一人のボーがいてですね、お母さんがこの奥から出てきてそのボーを叱るわけですね。あんたも早く入んなさいみたいな、早く服を脱ぎなさいみたいな、そんなこと言われるわけです。で、このもう一人のボーはですね、パパはどこにいるのとか言うわけですね。で、あんたなんでそんなこと言うのよみたいな感じになるわけです。で、こっちを見て、ママがですね、こっちを見て、あんたもパパに会いたいのとか言われるから、ボーはですね、そんなことないですとか言うわけですね。そうすると、もう一人の双子のボーはですね、屋根裏に連れて行かれるということになるわけですね。この映像をですね、この今のね、画像左側にはエレインしか映っていないのにもかかわらず、次の瞬間エレインがいた場所からママが登場しているということがありますよね。つまりこれはエレインイコールママというふうになるわけですね。エレインイコールママってどういうことと、いうことになりますけれども、もうそのなんていうかな、当たり前っちゃ当たり前なわけですね。ここはママの世界ですから、出てくる人たち全部ママという風にも言えるわけです。で、さらに言うと、森の劇団にいた時はママの管轄外でしたけれども、そこからもうママの管轄内にボーは出てきてしまったんで、ママがボーの記憶を元に戻そうというか改ざんしようというか、あんたが好きだったエレインはママなのよみたいな、そんな風にしようとしているというか、そんな風にも見えるかなというふうに思います。で、そのまま進むとですね、なんかボーが2人いるわけですね。生意気なボーと怖がっているボーの2人出るわけです。ボーが2人いるっつうのは一体どういうことなんだというとですね、これ後に出てくるわけですけど、これどういうことってなると、ママが記憶よというふうに言っていますよね。つまりこの2人のボーというのはボーのことです。ボーが2人いるというのはボーのことなんですね。この世界はですね、ママの世界、ママの子宮の中にいる生死としてのボーが、この世界なんですけれども、この世界にはママとボーしかいないんですね。だからママはママだし、ママじゃなかったらボーなわけです。だからこの双子のボーというのはボーだというふうに考えていいと思います。
最初にも言いましたけれども、この世界はですね、4つのグループに分かれているわけですね。完全なるママ派である派閥と、ママ派プラス某の代弁者である、アパートの近隣住人たちとか、従業員とかそういった人たちですね。それとかママの意識外の別組織である森の劇団というのがありました。この3つは全てママです。ママであるんだけど、ママがいろんな形になって某の前に現れているということですね。だからママの意識外の別組織である森の劇団もですね、あれもママなんですね。なんていうか、境界性パーソナリティ障害ではないママが森の劇団というふうに考えていいと思います。だから境界性パーソナリティ障害にかかっているママが全面的に出ているんで、某のことを監視しようとしたり、某を極度にコントロールしようとしたり管理したりしようとするわけですけれども、そうじゃない普通のママだったら、某にいろんな可能性があなたには存在しているのよ、あなたの人生は無限な可能性があるのよということを某に示すために、森の劇団に出てきた天使みたいな感じでですね、いろんなことを某に正しい生き方というか、そういったものを某に教える役目というのが本来のママなんですけれども、本来のママはママの中で非常に小さくなっていて、現在のママは境界性パーソナリティのママが出てきてしまっているんで、某は大変なことになっているということになっているわけですね。これらは全部ママです。で、某の味方であるグレースとかトニとか、ジーブス、この人たちは某成分というふうに見た方がいいと思います。要するに生死の某の仲間たち、某の兄弟たちというか、そんな感じですね。この4つのグループでできているということです。で、本来のママの一番大きな部分を占めているのはユダヤ人の母としてのママだと思います。ユダヤ人の母としてのママというのは、要するにさっきね、ユダヤ人とはこういった感じっていうのがありましたけれども、人生の目的、ママとしての人生の目的の第一というものは某であって、某のことを考えて某のことを管理教育すること、これが本来のママの一番理想的なママだと思います。でもこの今現在のママはですね、境界性パーソナリティ障害のママなんですね。だから某のことをですね、自分への愛があるかどうかというものを常に心配して、それに対して不安を感じていて、そのため常に監視して疑って試すということをしているというのが、実際の今現在のママなわけですね。だから1の最初に言ったですね、ユダヤ人の母としてのママを表したのが森の劇団ということになります。某に人生の様々な可能性を伝えて自分で考えるように導いていく、理想的なママですね。それが本来のモナ・ワッサーマンの中にある本来の聖母マリア的優しいママなんですけれども、実際のママは2番目のママなわけですね。境界性パーソナリティ障害なので、このママ派グループたちがですね、ママが決して満足しない某というものを作り上げていくわけですね。境界性パーソナリティ障害なので、ずーっと疑い続けるし、ずーっと不安だし、ずーっと満足しません。それは満足しない某というものをママが自分で作り上げていくからですね。だから某のことをいつまでも試し続けて、ママはいつまでも満足しないんです。もうそういう残念ですけど、ママはそういう病気なんで、そういう病気のママを持った某が不幸だというふうに思うしかないわけですね。ということで、いろんな人生を経験してきた某ですけれども、結局某は実家に帰ってきてしまいますということになりました。要するにママからの呪縛には逆らえないというか、解けないというか、そういったところがあるわけですね。これはもうしょうがないわけです。そもそもユダヤ人の母から逃れることができる息子なんていないですしということなわけですね。ママモナ・ワッサーマンはワッサートン在住ということで、非常にね、土地名と名前が似たような感じですねとなるわけですけれども、最初にも言いましたけど、ワッサーというのはドイツ語で水のことを指しています。本作には水のイメージというのが非常に多用されているわけですけれども、水といえば生命の源、水といえば陽水、陽水といえば子宮、子宮といえばこの世界ということになるわけですね。ということで、実家に帰ってきた某、この家の中はですね、種明かしの素材で溢れているわけですね。某が住んでいたアパートはママが経営者だったとか、某は知的障害を持っている子供だったとか、某のことはずっと監視していたとかですね。この3つ目の画像は
ボーがママは死んだよという一番最初のね、配達員と電話しているシーンですね。そのシーンを隠し撮りというか監視カメラで押さえている写真です。つまりママはずーっと365日24時間ずーっとあんたのことを見ていたのよということを示している写真ということになります。これらはですね、ママが意図して飾ったものです。ボーに真実を伝えるためということですね。まあもちろん僕らにもですけれども、理由はボーに自分の立場を分からせるためです。全部ママがやってあげていたのよ、あんたの人生と。あなたがこれまで生きてこられたのはママのおかげなのよと。私が全部あなたの面倒を見てきて全部管理してきたのよと。でもそのママは死んじゃいましたよと。あなたのことを全部管理してあなたが何も考えずにバカなあなたでも生きていけるようになっていたのは私のおかげだったの。そのまま死んじゃいました。さあ取り乱しなさいというふうに言っているわけですね。ママごめんなさいって今すぐ泣き叫びなさい。僕が悪かった。ママ悲しいよ。死んじゃって悲しいよ。生き返ってよとわめきなさい。そうすればボー、奇跡が起きるかもしれないわよっていうことをママは期待してこのお葬式をやっているし、この飾り付けを全部しているんです。ママはボーをずっと試しているんです。試して何を理想としているのかというと、自分のことを頼る理想の息子かどうかを試して、確認しているということになるわけですね。でもですね、ボーはママが考えているほどあれな子じゃなかったわけですね。ボーはしっかりと室内を観察してですね、ママは実際には死んでいないということを理解していたし、近くで自分のことを観察しているであろうことも分かっていました。マーサのね、指にはあざがあったということで、そのあざのある指が棺桶にあったということで、あれはママではなくてマーサだろうということも分かっていたし、クッションには誰かが直前までここで寝ていたであろう跡が残っていたわけですね。ということで、ここで寝ていたというのはもうママ以外はありえないわけで、だったらママは近くにいるんだろうなということは確実に分かっていたわけですね。でもボーは疲れていたんで寝てしまいました。グーグーということで。そうすると、なんとエレインと運命の再会をいたします。しかしですね、残念ながらこのエレイン、十中八九偽物だというふうに思います。ボーとエレインの会話でこんなのがありましたよね。ボーが母の会社にというふうに言うと、エレインはどういう意味？先週まで働いてたというふうに言いましたよね。先週までということで、ママが死んだのはいつなのかというと、グレースが嘘をついていないのなら5日前ということになります。グレースがね、ボーがこう目覚めた時に、あなたは2日も寝ていたのよというふうに言っていたんで、あれが嘘じゃなかったら5日前ということになります。グレースがもし嘘をついていたら、実際にはボーはあそこで寝ていたのは数時間とか数十分程度しか実は寝てなくて、すぐに目覚めたという可能性もあるわけですね。そうだとすれば3日前と、いうことになります。ママが死んだのがね。5日前として考えていきますけれども、ボーがネットでエレインを見たのは3日前です。3日前の、ニュース映像でエレインがママの会社に勤めていて、非常に残念に思っていますというインタビューを受けていたというのがあったわけですね。曜日がわからないんでここは何とも言えないんですけれども、ただボーの反応から見てですね、先週ではないんだろうというふうに推測はできるんじゃないかなというふうに思います。いろいろなことが起きたのがね。だから今現在が日曜日とか土曜日だとしたら、火曜日とか月曜日あたりにいろんなことが起きたという計算になっているんじゃないかなということです。だから少なくともエレインは先週会社にいなかった、先週まで働いていたというのはおそらくおかしなことなんだろうというふうに、ボーは感じているということですね。今週でしょ？今週のニュースに出てたじゃんということをボーは思っているんだと思います。なんでエレインはここで先週までっていう言い方をしたのかというと、もともとね、ママはこういう自作自演というか狂言自殺をするつもりで計画をしていたわけですね。だからそのエレインにというかこの女性にですね、あなたエレイン役をやりなさいと。で、事前に私が死んだ時のインタビューを撮るんで、その収録をしますよということを最初にやっていたんだというふうに思います。それをエレインは、彼女は先週撮ったんでしょう。だから先週まで働いていたという言い方になったんだと思います。
その後の会話もいまいち噛み合いません。ボーがね、君を待ってたと言うと、エレインは、待ってた？どうして？っていうわけですね。君がそう言った、写真だってもらったというと、なんだかよくわかんない、何のこと言ってんだろうっていう顔をした後、一応話を合わせましょうね。待っててほしくてというふうに言いました。彼女はですね、エレインではなく、おそらくママが雇った娼婦です。売春婦です。この後ですね、ボーとベッドインをするわけですけれども、非常にテキパキとしたベッドインまでのこの流れるような段取り、ああいったものを見てもですね、おそらくそうでしょうというのがわかるんじゃないかなと思います。彼女は娼婦ですね。ではママはですね、何のためにボーのための娼婦を雇ったのかというと、それはですね、当然ボーを試すためです。境界性パーソナリティ障害なんでママはね、とにかく人を試すんですね。ママが何を見たかったのかというと、母親の葬式に間に合わなかった息子が帰ってきたその日に母親のベッドで裏切り行為を行うかどうか、それを見ていたということですね。ということで、ボーとその娼婦、自称エレインはいたします。そしてボー、射精をしても死にません。当然です。そういうなわけないわけですね。あれは嘘を教え込まれていたわけですね。ママがボーをコントロールするための嘘だったわけです。で、娼婦はですね、副上司、逆副上司をするわけですけれども、あれはですね、どう考えてもどこかのタイミングで、ラブドール的なものに交換されていたんでしょうというふうに思いますね。すごくお人形さんっぽいし。ね。もしくは暗殺、ママによって暗殺という可能性もなきにしもあらずかなという感じがしますけど、おそらくそれはないでしょう。ちょっと死に様というか硬直がね、あまりにも急すぎるんでちょっと意味がわからないんで、おそらくどこかのタイミングでラブドールに変わっていたんだろうというふうに思います。で、一連が終わるとですね、ママがついに登場します。もうヴィラン感満載で登場するわけですね。私に会えたのに嬉しくなさそうねというふうに言いながら出てきました。結局ボーはですね、ママの期待を全て裏切り続けましたという結論に達しましたとなるわけですね。ママはですね、ボーが私のことをちゃんと心配しているだろうかとか、私に対してちゃんと愛情があるだろうかということを試すために究極のお芝居を打ったわけですね。私が死にました。さあ悲しみなさい息子よということをずっとやっていたわけです。ところがボーはあんまり悲しみませんでした。というかですね、ママが満足するような人生を送ることができる息子というのはですね、いないわけです。誰にとってもママが満足するようなことをしてくれる人生を送る息子というのは、不可能なわけですね。もう正直言ってこんな親を持ったボーが不幸というほかありません。そういう話なんですけどね。ママが支配している世界を進む息子の話なんで、そういう映画なんですけれども、こんな親を持ったボーが不幸だったねというふうになるわけですね。狂言自殺の身代わりをですね、マーサ自身が買って出たというママの発言は、嘘とは言えないかなというふうには思います。ここはママの世界ですからね。で、その後ですね、ママが結構長ゼリを喋ったりとか、セラピストが登場して種明かしというか、こういうことがありましたということを延々と喋るわけですけれども、それはですね、全部ママのですね、私は悪くない、悪いのは某あなたよという趣旨のことを長々と喋っているだけなので、その辺は聞いていればいいだろうなというふうに思います。ということで、真実を知りたいと、僕は真実を知りたい、本当のことを知りたいというふうにボーは言いました。すると、じゃあ分かったわと言ってママに屋根裏に連れて行かれるということになりました。これは僕が見たあれの夢と一緒だ。あなたあれを夢だと思ってんの？記憶よと言って屋根裏に連れて行かれるわけですね。屋根裏にはなんとボーの双子とペニスモンスターがいましたとなるわけですね。一体これは何だったんでしょうかということですよ。ですね、ボーの双子というのは何なのかというとですね、僕の動画しょっちゅうこれ出てくるんですけど、シャドウというふうに考えればいいんじゃないかなというふうに思います。シャドウというのは心理学用語でユングが提唱した考え方なんですけれども、シャドウというのはですね、ボーの生きられなかった反面かつ反面というふうになるわけですね。要するに心の中にある本当の自分というわけじゃない、心の中にある表に出ている自分とは違う自分ってことですね。一番簡単に分かりやすい例として言うとですね、道端にお財布が落ちていました。
これを拾って交番に届けようという風に考える自分と、盗んじまえよ、誰も見てねえぜという自分が2つありますよね。これどっちも自分なわけです。で、どっちを選択するかはその人それぞれなんですけれども、例えば交番に持っていくということを選択した場合、交番になんか持っていかないで盗んじまえばいいのにと考えているのがシャドウということです。自分のどっちも自分なんですよ。どっちも自分なんですけれども、表に出てこなかった、生きられなかった反面、かつ反面、これがシャドウというふうに言われているわけですね。ではこの屋根裏の坊、双子の坊ですね、坊の双子というふうにクレジットはされているわけですけれども、彼は何なのかというとですね、現実の坊、このね映画の主人公である現実の坊と違ってお風呂に入ることを拒否していた坊、それが屋根裏にいる双子の坊です。現実の坊と違ってパパのことを知りたい、パパがどこにいるのか教えろというふうにママに反抗していたのが屋根裏の坊です。現実の坊はそんな反抗なんて一切しません。屋根裏にいた双子の坊はですね、現実の坊と違って自分が知りたいと思っていること、自分が嫌だと思っていること、そういったことをママに直接ぶつけることができた坊のシャドウなんですね。その結果屋根裏に幽閉されてしまいました。だから言ってみればね、そういう自分の要求をママに通さずにママの言うことをはいはいというふうに黙って聞いていた現実坊の方が正しかったといえば正しかったわけですね。森の劇団がやっていたあの演劇のようにですね、自分の人生を自分で切り開こうなんていうふうに考えて行動していると、屋根裏の双子の坊みたいな人生を送る羽目になってしまったわけです。坊はそれをやらずに全部自分というものを表に出さずにママの言うことを聞いていたから、なんとかここまで、生きてこられたのかなという感じがありますねとなるわけですね。それともう一つペニモンが出てきたわけですね。ペニモンは何かというと、坊の父親ということになりますね、当然ね。なんであんな姿をしているのかというとですね、他に表現のしようがないからです。坊は自分の父親を知らないわけですね。自分の父親を知らない坊にとって父親という存在をもし映像化、具現化するとしたらどうなるのかって言ったら、ペニモンになるしかないと、いう感じがあるんじゃないかなと思いますね。ペニモンゲットだぜみたいな、そんな感じですね。そこに颯爽と登場したのがなんとジーブスです。じゃじゃーんと登場しました。彼はですね、何だったのかというと、坊の化身的存在だというふうに考えていいと思います。同じような部分をね、手のひら怪我しているっていうところから考えて、坊と非常に近しい関係の人物、それがジーブスかなというふうに思います。彼はですね、ずっと坊のそばにいて、坊を監視していたわけですね。坊のことをずっと見張っていました。だから朝食の時だっけ、サッシ、透明なねサッシのすぐ向こうにいて坊のことをずっと観察していたんですね。で、坊がロジャーに対して彼は大丈夫なのって言ったら、気にしなくていいよっていう結構面白いシーンがありましたけれども、あれは坊のことを観察していたわけですね。坊の化身ですから。で、彼はジーブスはここに何しに来たのかというとですね、坊の命を狙いに来たんじゃないです。坊の父親を狙ってここにやってきたわけですね。言ってみれば坊の父親がどこにいるのかずっと探していたけどやっと見つけたぞみたいな、そんな感じがあったのかもしれません。ジーブスは坊の父親を殺そうというふうに企んでいる男ということになります。だから森の劇団で奇妙な男のことを殺したわけですね。坊があなたは僕のパパなんじゃないのというふうに言ったから、何こいつが坊のパパなのか殺すと言って殺したわけです。で、どうも違ったらしいと。坊のことをさらに追っていくと、屋根裏に坊の父親であるペニモンが見つかったんで、ついに見つけたこいつが坊の父親だということで殺すとなったわけですね。ジーブスはここでですね、ナイフを取り出してペニモンをめった刺しにするんですけど、それはですね、陰嚢、睾丸、金玉、そこをめった刺しにしていました。普通に考えたら竿の部分を刺すのが、一般的な常識として、こういった怪物と渡り合うにはですね、真ん中あたりを攻撃するというのが定石だと思うんですけれども、ジーブスは迷うことなく睾丸を攻撃していました。それは生死を殺しているということに他なりませんよね。つまり死のうということです。坊、君はこの世界に生まれない方が幸せだと。こんな母親の元からだったら生まれない方が幸せだ。君の元となる生死自体をもうこの世からなくしてしまおう
ということをジーブスはやっていたということだと思います。もう現世は諦めて来世にかけようの精神ですね。だからもう生死自体を殺してド頭からなんつうの別ペニスから始めようみたいな、そんなことをジーブスはしようと思ったというふうに考えていいんじゃないかなと思います。でも残念ながらジーブスはペニモンに殺されてしまいましたということですね。まあうまくいく人はなかなか現れないということです。この世は強いんですなかなか自分の思い通りにいかないねということになるわけですね。ということで、ジーブスも敗れてしまいました。どうしようもなくなってしまったボーはママを殺害することになりましたということですね。まあなるべくね自分のお母さんを殺すのは忍びないというところもあったんでしょう、ボーの中では。だから自分が生まれない方にしようというふうに舵を切ったんですけど、それも叶わなかったんで、もうママを殺すしかないということになったということですね。まあボーはねママを殺しましたけれども、情状酌量の余地は大いにあるというふうに僕は思いますよということですね。ということでボーが最も恐れていたのは何だったのかというと、ママだったわけですね。ママがいないと何も決めることができない。ママがいないと生きていけない。ママがいないとこの世界は恐ろしくて僕は死んでしまうかもしれない。そんな僕にしたママをボーは恐れていたわけですね。この世界にママがいないと生きていけないという自分にしたママを憎んでいた、恐れていたということがボーにはあったんだろうということです。だからボーはママを殺すという結論に至ったということですね。ということで、第4章は終了。最後エピローグです。エピローグのタイトルは11種マザーの巻という風につけました。まあユダヤ人の母ということですね。エピローグ、ボーはですね家を出てボートに乗って洞窟の中をこう漕いでいくということがありましたよね。まあこれまでの世界は子宮の中、ママの子宮の中のイメージという風に言ってきましたけれども、ここの洞窟のシーンはですね、卵管のイメージだという風に考えていいと思います。つまり間もなく卵子に到着します。受精するか否かの裁判がこれから始まるということですね。受精するかどうかはここの裁判の結果次第でどうなるか決まるということになるわけです。ところが裁判はですね非常に一方的に進んでいくわけですね。ボーにも言い分とか言い訳、情状酌量の余地というのが絶対にあるはずなんですけれども、それは全部却下されていってしまいます。ママの言い分だけがどんどん通っていきます。なぜかというと、ここはママの中だからですね。ママの意見に沿って裁判が進んでいくのは当たり前です。ママに不利になるようなですね、ママの意にそぐわないような判決は出るわけないわけですね。受精するか否かはママ次第ということになるわけです。ここでですね、面白いのがですね、ボーの方にも弁護士がいて、ボーの弁護をするわけですけれども、そのボーの弁護士は何者かに突き落とされて殺されてしまうわけですね。で、突き落とされて、下に落とされて殺されるわけですけれども、その殺された弁護士の死体というものがですね、映し出されるんですけれども、あまりにも奇妙だなというふうに思います。実際の映像は真っ暗なんでほぼ見えないんですけれども、なるべく明るくしてみました。こんな感じです。わかりますか？これが突き落とされた弁護士の死体です。なんか奇形の魚みたいな感じに見えますよね。どうですか？そう見えますよね。まあボー側の弁護士というのはどういった人物なのかというと、当然ボーの兄弟というか、ボーと同じ生死というか、そういったグループに属する人だというふうに考えていいと思いますよね。だからトニーとかジーブスとかグレースと同じように、ボー側のボーの養分、ボーの成分というか生死の仲間たちというふうに考えていいと思います。となるとこの弁護士はですね、ここで殺されたということはで、この姿形、なんか奇形の魚のようなこの姿形から推察するにですね、正常な妊娠に至らなかったものがこの弁護士、殺された弁護士の姿なんじゃないかなという感じがしないでもないかなというふうに思いますよね。まあ実際これが何なのかはちょっとわかりませんけれども、まあどう考えても姿形は変だねというふうには思いますよね。ということで裁判は一方的にママの勝利となっていきます。ボーは文字通り水泡にキスということになりました。この意味はもちろんですね、妊娠出産に至らずということじゃないかなと思います。で、ボーがドカーンとなってそのまま映画は終わるわけですね。泣き叫ぶママの声が聞こえます。ああ、私のベイビーと、
いう風に聞こえますね。この私のベイビーっていうのはどういう意味なのかっていうと、まあ流産したとか、そういった意味で捉えていいんじゃないかなという風に思いますね。ということで本作「某は恐れている」どんな映画だったのかというとですね、病的に支配的な母親とその子供の人生の話というものだと思います。で、この病的に支配的な母親というものを、ユダヤ人の母というふうに分かりやすくステレオタイプに表現したということなんだろうというふうに思います。子供にとって母親というのはですね、母親の存在というのはもうあまりにも大きいわけですね。で、子供の人生すべて、その後の子供の人生すべてに影響を与えてくるわけです、母親というのは。だから母親っていうのは非常に大事だよというか、母親次第で子供はどんなものにでも変わるよというか、今回はね、ダメな母親というか、良くない母親のもとで某は育ったからこういうことになったけど、劇団のお話を見たりとかして分かる通り、母親の意識が変われば同じ子供でも全然違う人生を送るようになりますよとか、そういったことを描いたお話だったかなというふうに思います。そういう母親の影響というものをもう徹底的に描いた作品、それが某は恐れているという映画だったのかなというふうに思います。リアスター監督の作品はですね、結構愛にあふれているというか、家族を描いているというか、そういった部分があるわけですけれども、今回の某は恐れているも逆説的に愛を描いているというか、こんな母親にならないようにというかね中庸を進めというかね、そんな感じがあったのかななんていうふうに思いました。面白かったなというふうに僕は思っております。ということで、某は恐れているの独自解説は以上です。ありがとうございました。ということでおしまいです。某は恐れている新作レビューでね、結構長いこと喋ったんですけれども、新作レビューで話していたこととはだいぶ結論的には違うものが、今回できたかなというふうに思います。ただ僕も一応ですね、新作レビュー見返してみたんですけど、でも意外といいとこついてた部分もあったかなというふうにも思っておりますいいとこついてる部分もあるし、ここの部分はまだまだこの考えが至っていなかったなというふうに思える部分があったりとか、そういった部分があってですね、あの頃のスグアはまだ若かったとまだまだ考えが未熟だったぞというふうに思ったりはしましたということですね。この省略した部分とか喋ってない部分まだまだたくさんありますんでね、だいぶ今回の動画長かったと思いますけど、だいぶね端折って喋ったんで、メンバーシップの方では同時視聴、解説付き同時視聴ありますんで、ぜひそっちで一緒に某は恐れているを見ながらですね、なるほどねというふうに思ったりしてもらえると嬉しいなと思います。あと今回の補修ね、メンバーシップ用の某は恐れている補修、これもですね、結構多分あんまこういった考えをしている人はいないと思うんで、知らないですけれども、僕他の人のあんまそういうの見ないんでね、わからないですけれども、多分独自解説、かなり独自解説っぽい独自解説、独自性があったんじゃないかなというふうに思いますけど、どうして、僕がこういう結論に達したのかというところを補習ではお話ししたいかなというふうに思います。ぜひメンバーシップの方でね、この某は恐れている関連もですね、他にも動画出しますんで見てみてください。よろしくお願いいたします。リアスターね、やってくれんなということです。はっきり言って某は恐れている大失敗作です。興行収入的にはね、もう大失敗も大失敗。A24 としてはですね、当然ヘレディタリーとミッドサマーで思わぬ大収穫を作ってくれた、大ヒット作のホラーを作ってくれたアリアスターですから、恩返し的に君の好きなものを撮っていいよっていう感じでやったのかもしれませんね。で、アリアスターもですね、このかなり気合が入っていたというか、撮影というか映画の完成が1年遅らせてるんですよね。もっとこだわりたいっていうことをして1年遅らせて延長して映画をずっと作り続けて完成した映画が某は恐れているであって、これが興行的には大失敗したということになったわけですけれども、ただすごく面白い映画だと思いますよ。僕はね、アリアスターやるなというふうにやっぱり思います。もう新作も
もうまたすぐできるんだっけ、アリアスターはね。楽しみだなというふうに思っています。世界は才能のある監督とかね、その才能にお金を出す映画会社がね、あっていいなというふうに思いますね、と。いうことで、今回は某は恐れている独自解説でした。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok、よろしくお願いします。サブチャンネル、LINE スタンプ、そしてメンバーシップ、すぐの裏を知る者たち、こちらでね、同時視聴、解説付き同時視聴とか、補習とかありますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。そうとは何か連絡事項ありましたら、概要欄に記載していますんで、ちょっと、見てもらいたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、ホアキン・フェニックス、すごいね。本当に、この間、ね、リアルの今の時間軸ではですね、この間ジョーカー2が公開になったんですけれども、痩せてたねということで大丈夫かなと思っちゃいますけれども、本当にこのなんていうの、正確に難ありの役ばっかりやってですね、ちょっと心配になっちゃいますけど、ホアキン・フェニックス応援していますということで、頑張れ頑張れということですよ。次回作、アリアスターの次回作もホアキン・フェニックスでやるっていう風に確か出てたよね。楽しみにしております。よろしくお願いします。早く見たいですということで、今回は某は恐れている独自解説でした。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。